母子家庭の子は我が社にはいらないんだよね。身の程をわきまえてコンビニでアルバイトでもしたら？志望企業の最終面接で面接官に言われた言葉は信じられないものだった。俺の名前は三浦茂。21歳の大学生で最近は就活に明け暮れる毎日だ。俺の目標、それは少しでもいい会社に就職して母を安心させることだ。俺の家は毎日の食事にも困るほどの極貧家庭だった。父親はアル中で酒を飲むと暴れては、その度に母を困らせた。その上、父はパチンコであちこちに借金を作ったために家計は苦しかった。そんな父は、俺が小学3年生の時に日頃の不摂生がたたって病気になり、あっという間に亡くなってしまった。そこから俺と母の二人きりの生活が始まった。すみません。どこからかお金を借りて、明日までには払いますから。玄関でペコペコと頭を下げる母。ガスや水道の支払い日になると毎月目にする光景だった。母は父が亡くなった後にパートをしながら俺を育てていたが、父の残した多額の借金のために生活は苦しかった。母は生活のために寝る間も惜しんで働いていた。近くのスーパーで夜勤をしたり、内職をしたり、チラシ配りのアルバイトをしたりと、母の努力を思い出すと目頭が熱くなる俺だった。そんな母の姿を見ていた俺は、高卒で働くことを希望していたのだが、母は先のことを考えて大学まで出た方がいいと言ってくれた。父の残した借金は母が地道に返済を続けた甲斐あって、その頃にはほとんど返済し終わっていたが、母は勤め先の社長さんに相談して、新たに俺の大学のためのお金を借りた。正直申し訳ない気持ちでいっぱいだったけど、少しでもいい会社に就職して恩返しをすることを目標に、俺は大学に進学した。その後、順調に大学生活を送り、就活の時期になった。そして、ようやくたどり着いた最終面接。この会社は業界最大手の人材派遣会社だ。この会社に就職すれば、俺は目標を達成できる。俺は気持ちを抑えながら面接会場に向かった。会場に着き、控室で自分と同じ面接時間帯の学生と一緒に時間を待つことになった。俺と同時間帯の学生は2人で、1人は小太りの男子学生、もう1人はメガネをかけた華奢な感じの女子学生だった。ここの会社は俺の親戚が働いている会社だから、俺は絶対に受かるようになってんだよ。まあ、君もせいぜい頑張れば。小太りの男子学生は随分と横柄な口調で女子学生に絡んでいる。彼女は顔色が悪くてフラフラしている。心配した俺は、君大丈夫ですか？なんか顔色悪いけど。と声をかけた。すると彼女は、この会社、最終面接はグループ面接で、しかも圧迫面接らしいんです。大学の就職相談室で何度か面接の練習もしたんですけど、なんだか緊張してしまって。そう不安そうにつぶやいた。そうなんですか。でも普段の自分のいいところを引き出せたらきっと大丈夫ですよ。ありがとう。お互い受かるといいですね。俺が彼女に向かってうなずくと、彼女もニコッと笑った。彼女の名前は春菜さんというらしい。小太りの男子学生はそんな俺たちをチロリと睨んでいたが、俺たちは気にしないように努めた。そして予定していた面接時間になった。部屋に入ると奥に役員らしい男性が座っている。面接は3人揃ってのグループ面接。どうやら面接官は1人らしい。中年で高級なスーツを着た。
なんだか一癖ありそうな顔つきの人物だ。じゃあ、面接を始めますから、一人一人質問をするので答えてくださいね。じゃあ、まず君、小山田くんからにしましょうか。面接官はそう言うと、俺たち3人のうち、例の小太りで横柄な態度の学生を指名した。そして、その小山田の履歴書やエントリーシートを見ると、なるほど、小山田くん。君のお父さんは教育委員会の会長で、お母さんは大学の教授をされているんですね。申し分ない家柄だ。君みたいな学生がうちの会社を受けてくれて本当に助かるよ。そんな風に言った。そして面接が進んだのだが、面接官は一般的な面接で聞かれるような質問はせず、小山田の家柄、学歴や親の収入など、そんなことばかりを気にしている。面接が始まってからというもの、面接官が喋りっぱなしで、小山田は自己 PR さえ話していないのだ。ひとしきり小山田の家族経歴や学歴について話して、彼のスペックの素晴らしいことがわかると、面接官は満足したように、君のような学生は今ここで採用確定しても差し支えない。はっきり言って、小山田くんだけで満足なんですよ。あと2人はどうでもいいんですが、でもこのまま帰らすのもかわいそうだから、一応面接しておきますか。どうでもいい？面接しておく？どういうことだ？今までも何回も面接は受けたけど、こんなことを言われたのは初めてだ。俺が唖然としていると、面接官は俺の隣の春菜さんに向かって面接を始めた。小山田の時とは打って変わって面倒くさそうに履歴書やエントリーシートをペラペラとめくっている。そして何を言い出すかと思えば、はい、じゃあ春菜さん、あなた今彼氏いるの？は？質問の内容に俺はぎょっとしてしまった。いえ、いませんけど。彼女がタジタジになってそう答えると、でもいつかは作るでしょ？もし彼氏ができて結婚しようっていう話になったら、君はうちの会社続ける気があるの？それとも辞めるの？私は出産や育児があっても仕事を続けたいと思っています。春菜さんがそう言うと、へえ、共働きね。でも面接の時にはそう言って、実際は辞める子が多いんだよね。君もなんだか優柔不断そうだし、そうなんじゃない？そんなことはないです。私は働いている方が好きなので。彼女が一生懸命にそう言うと、そんなこと言ってもな、女は嘘つきだから信用できないんだよね。面接官の言葉に俺は耳を疑った。それは。面接官のひどい言いっぷりに彼女はタジタジになっている。ほら、そう言って何も答えられないでしょ。話が長い割には大したこと言えないんだから、女って。女なんか採用しても無駄なんだよね。結婚しておとなしく子供産んでろっての。君もそう思うだろ、小山田くん。面接官はそう言って小山田と一緒になってゲラゲラ笑っている。春菜さんはうつむいて悲しそうな顔をしている。これはあまりにもひどい。すみません。俺は声をかけた。すると、なんだ君は、まだ指名してないだろう。面接官は不満そうな顔でこっちを睨みつける。今の発言は女性に対して失礼です。取り消してください。なんだと？学生の分際で面接官に向かって何を言っているんだ。面接官はそう言って癇癪を起こしたように怒ると、じゃあお望み通り無礼な君の方から面接させてもらおうかな。嫌なことはさっさと終わらせたい性分なんでね。こう言った。そして俺の履歴書やエントリーシートを資料の中から出すと、じろりと睨みつけた。なになに？三浦茂。平凡な名前だな。親御さん、センスないんじゃない？ブハハハ、本当だ。
嫌味な態度をする面接官と一緒になって小太り学生の小山田が下品に笑っている。だけどこんなことで負けるわけにはいかない。俺は気持ちを切り替えて、いやいや、こんな名前でも意味はちゃんとあるんですよ。自己 PR を聞いてください。と言いかけたのだが、はあ、君の自己 PR なんかいらんよ。俺の質問に答えるだけでよろしい。どうせ聞いたって時間の無駄なんだから。もはや圧迫面接なんて域を超えて、俺の言うことはどうでもいいようだ。君は丸山大学出身、エフラン大学か。よくうちの会社受けようと思ったね。うちの会社に君の大学出身で働いている人はいないよ。あ、志望動機にお母さんのことも書いてあるけど、君、母子家庭なの？はい、俺が小学生の時に父が他界したために母が。ああ、いいよいいよ、聞きたくない。母子家庭なんてどうせ親もろくでなしなんだろう。は？ろくでなし？そうそう、片親しかいないなんてろくでなしだよ。お言葉ですが、俺が母子家庭で育ってきたことと御社の採用面接と何の関係があるんでしょうか。俺がふつふつと湧き上がる怒りを抑えながら尋ねると、面接官は、終わりだよ。うちの会社は社員も優秀な人材を揃えたいと思っているからね。親の収入が子供の学力に影響するって話知らないの？できれば貧しい家庭でなく裕福な家庭で育った人に入社してほしいと思っているわけ。だから君みたいなのははっきり言って対象外。そう言って面接机をパンと叩いた。これには俺もつい堪忍袋の緒が切れた。もういいです。さっきからずっと侮辱的な発言、女性を差別し人の親の経歴などで判断するような変な会社、こっちから願い下げです。ついに本性を表したな。ほら見ろ、ろくでなしじゃないか。面接官はそう言って喜んでいる。そんな面接官の方をじっと睨みつけながら、俺は小さくつぶやいた。じゃあ会社潰しますね。すると面接官は吹き出して、最後に何を言うかと期待していたら、なんだ、やけくそか。もう君の出番はないよ。面接結果は言わなくてもわかるだろう。今日はもう帰りたまえ。いやいや、負け犬の遠吠えかよ。エフラン君は一流企業にはお呼びじゃねえんだよ。帰れ帰れ。小山田がそう言って俺に追い打ちをかけた。奴らに背を向けて俺が面接室を出ようとすると、私も失礼します。そう言って春菜さんも俺について面接室を出てきた。そのまま歩き続け、会社の入り口を出たところで俺は彼女に頭を下げる。ごめん、せっかくの面接を台無しにして。なんでしげるさんが謝るんですか？彼女はそう言って俺に頭を上げるように言った。しげるさん、今日は面接でビシッと言ってくださってありがとうございました。いや、俺は何も、むしろ迷惑だったんじゃないかと。俺がそう言うと、そんなことないです。それにしてもあの面接官ひどかったですね。まさかあんなことを言われると思っていなかったので本当にびっくりしました。しげるさんが横からはっきりと言ってくれたおかげで逃げ出さずに最後までいることができました。本当にありがとうございました。俺たちがそんな話をしていると、よう、お前らまだここにいたのか？後ろからずうずうしい声がする。振り返ると面接で一緒だったあの小太りの学生、小山田だった。面接室に最後まで残った彼はあの失礼な面接官と散々俺たちのことを笑って出てきたに違いなかった。底辺は底辺らしく身の程をわきまえろよ。こんな一流企業を受けるなんてお前らには到底無理なんだよ。コンビニでバイトでもやってろ。そう言って俺たちのことをけなすとさっさと歩いて帰ってしまった。あいつはきっとこの会社に受かるんだろうな。一流企業だと思って今までこの会社に就職することを目標にしていたのに、
こんな差別的な面接を行っていたなんて衝撃的だった。俺がそう物思いに沈んでいた時、私はこれで良かったと思ってるんです。春菜さんが口を開いた。私、本当は人材派遣とかあまり興味がないんですけど、なかなか就職先が見つからなかったので、とりあえず就職できればいいっていう焦りで今日は来ていたんです。だから私に対して失礼なことを言ってきたあの面接官に、きっぱりと自分の意見を言ったしげるさんを見て目が覚めました。いや、あれは俺もあまりに頭にきてつい後先考えもせずに。でもなかなかあの状況で人のために物を言える人はいないですよ。よかったらこれからも仲良くしてください。確かに俺にとっても就職する前にひどい企業であることが分かったのは良かったかもしれない。そうだね、君を見習って俺も前向きに考えることにするよ。それにどうせこの会社潰れちゃうから就職しなくてラッキーだよ。潰すって冗談じゃないんですか？春菜さんはそう言って驚いた顔をしている。いや、俺にはちょっと考えがあってね。こんなひどい会社をのさばらせておくわけにはいかない。実は俺には秘策があったのだ。数日後、俺は久々の休日で学生アパートでゴロゴロとしていた。最近は土日もほぼ就活イベントに費やしていて、休日らしく過ごすのは久しぶりだった。もうそろそろ昼前だろうか。起きようかな。布団の中でそう思っていた時のこと。プルルルル。スマホがいきなり鳴り始めた。休日に一体誰だろう。見ると電話はあの応募面接官の会社じゃないか。俺は面倒に感じながらも電話に出た。はい、三浦ですけど。おい、君、うちの会社になんてことしてくれたんだ。電話の向こうからけたたましい声が聞こえる。どうやらあの面接官のようだ。何もしてませんけど。俺が知らぬふりでそう答えると、知らないなんて、なんでも君は我が社の大手取引先であるファンタスティック社の養子らしいじゃないか。なんでそんな大事なことを面接の時に言わないんだ。ファンタスティック社の社長から連絡があって、うちの養子の面接で失礼な対応をされたから今後の取引は全て中止って言われたぞ。ああ、お父さんはそう言ったんですか。俺は焦りっぱなしの面接官に向かってわざと興味がなさそうに答えてやった。そうですよ。うちの母は確かにシングルマザーとして俺を育ててくれましたけど、俺が大学に入学してから今まで生活を援助してくれた会社の社長と懇意になって結婚したんです。だから俺が養子という話は本当ですよ。そうだと知っていたらもっと丁重に扱ってやったのに。面接官は電話の向こうでしきりに泣き叫んでいる。そう、実は俺の母はある日アルバイト先で疲労のために倒れてしまった。心配した会社の社長が母の入院先に駆けつけてくれたのだが、その時に母は借金のことを打ち明けたらしい。母の勤め先の社長はとても優しい人で、父が残したたくさんのサラ金への借金を一つにまとめて自分が肩代わりし、毎月の給料の中から天引きで社長にお金を返済すればいいようにしてくれた。そのうち奥さんが若い頃に他界してしまった社長と俺の母は懇意になったのだが、二人はお金目当てで結婚すると周囲から思われるのが嫌で、俺が大学に入学するまで結婚せずに待っていてくれたのだ。そして俺の就職のめどがついたので最近になって入籍したのだ。義父は俺の就職のことも心配してくれていて、俺がこの間の面接官の態度を暴露すると、女性軽視に経歴差別、そんなことを面接で行う会社と取引するなんて我が社の恥だと怒鳴って即刻例の会社との契約を打ち切ってしまったのだ。また俺が面接の内容を SNS で世間に暴露したところ、業界最大手の人材派遣会社が面接で差別発言をしていたということで、会社の SNS は大炎上。昭和の異物、オワコン人材派遣なんて言われて
SNS で散々叩かれた挙句に、会社はクレームの電話対応に追われ、業務を停止しているらしい。今日日曜日なのに俺に電話をかけてきたのも、クレーム対応で休日出勤をしているのだろう。俺はざまあみろと北総園だ。その後、人材派遣会社の社長が記者会見を開いたものの、事態は収まらず、半年も経たないうちに会社は倒産してしまった。それから数ヶ月後、俺は別の会社へ無事就職することができた。今日は会社の入社式。いつもより早く起きた俺は準備をして家を出た。途中、会社の最寄りのコンビニに立ち寄ったのだが、あれ？君は？俺は店員の顔を見て驚いた。それはグループ面接で闇を言ったあの小太りの学生だったのだ。確か名前は小山田だったか。俺が驚いていると、横から、小山田、もっと早く袋に詰めなさいよ。すみません。この人まだアルバイト始めたばかりで遅くって。ほら、ぐずぐずしてんじゃないよ。お客様に迷惑だろう。手さばきが遅くてもたもたしている小山田をベテランのおばちゃんがビシバシとしごいている。どうやら彼は就活に失敗して今はここでアルバイトをしているのだろう。話に聞いたところ、小山田はあの横柄な面接官と親戚だったらしい。だから自分が採用確定なのを鼻にかけて面接官と一緒になってあんな横柄な口を聞いたのだ。今はあの面接官も失業してしまい、一族揃って没落してしまったらしい。ちなみに、面接がきっかけで仲良くなった春菜さんは、自分の人生をもう一度考え直すことにしたらしく、勉強のため2年間海外に行っている。時々海外の珍しい風景などの写真を SNS で見せてくれて、心が和む。海外から帰ってきたら会う約束なので、今からその時が楽しみだ。ここは現場じゃないんだから、そんな汚い格好で来るんじゃねえよ。元請けの会社の社員である森田さんは、俺の顔を見た途端に、そう言って怒鳴り出した。ただでさえ下請けのお前は、小汚くて臭いんだから、次から本社に来るときは、風呂に入って、スーツに着替えてから来いよ。確かに、下請けと元請けだったら、元請けの方が立場は上かもしれない。それでも現場で働いている俺たちに向かって見下すような言い方をするのはおかしいし許せなかった。けれど下請けの下っ端である俺が立てついて取引が白紙に戻ることになったら困るのはこっちだ。俺はどんなに暴言を吐かれようが我慢するしかなかった。俺の名前はひろき。建設会社で働いている30歳だ。うちの会社は大手建設会社の下請けである。下請けは元請け会社が仕事を回してくれないと仕事がないので、必然的に立場は下になる。元請け会社の社員とは時々現場に来て会うだけでも緊張するのに、仕事として業務の相談や確認、報告などをしに元請け会社に行かなきゃいけないこともある。今回は俺が初めて元請け会社を訪問することになり、本社に打ち合わせに行くことになった。緊張するな。緊張のあまり予定の時間よりだいぶ早く本社に着いてしまった。それにしても本社はでかいな。元請け会社の本社は20階建てのビルの最上階にある。あまりの広さに俺は迷子になりかけていた。フロアも広すぎてわけわかんないな。会議室ってどこだよ。すると後ろから社員の人に声をかけられた。お前来る場所間違えてるんじゃない？そんな汚い格好で何の用？え？突然の失礼な言葉遣いに俺はあっけに取られてしまった。だから何しに来たんだって聞いてんの。言葉通じてる。あ、仕事の打ち合わせで来たんですけど。そう言って自分の会社名を名乗ると、
ああ、下請けのやつってお前のことか。道理で小汚いわけだ。すみません。いかにも底辺って感じだな。手取り10万以下か？家賃はいくらだよ。なんだこの人。なんで初対面にもかかわらずこんなに暴言を吐いてくるんだろう。俺は不思議で仕方なかった。いくら元請けだからといっても下請けの社員を見下すのはおかしい。それでも俺は下請けだし言い返すわけにはいかなかった。相手にするだけ無駄だと思ったので、俺はさっさと会議室の場所だけ聞いて立ち去ることにした。会議室はどこですか？おい、下請けのくせに俺の質問を無視してんじゃねえよ。会議室なら突き当たり右に行ったところ、さっさと行けよ。ありがとうございます。嫌な感じの人だったな。まあ、ああいう人とは関わらないのが一番。打ち合わせが終わったら、あの人に会わないようにすぐに帰ろうと思った。それから数分後、約束の時間になっても担当の人はなかなか来なかった。どうしたんだろう。何かあったのかな。少し心配に思っていたら、会議室のドアが急に勢いよく開いた。お待たせ。会議室に入ってきたのは、さっきの嫌な感じの社員の人だった。俺が驚いていると、今回は俺が担当になったからよろしく。そう言って自分のことを森田だと名乗った。よりにもよってこの人が担当者だなんて。俺は愕然とした。その後も森田さんはなかなか本題に移ろうとせず、さっきの話の続きをしてきた。それで手取りはいくらなんだよ。そんなことを永遠と聞いてくる。いや、まあ、俺は愛想笑いでなんとかごまかしていたけど、話は一向に終わらず、俺の給料教えてやろうか。聞いたら多分愕然とすると思うけど。そんなことまで言ってくる。見たところこの人絶対に俺より年下だよな。森田さんはまだ20代の若手社員といった感じだ。研修とかで言葉遣いを習わなかったのかよ。森田さんの失礼すぎる態度にさすがの俺も怒りがこみ上げてきた。そろそろ本題に移りませんか？下請けのくせに偉そうに俺に指図してくんじゃねえよ。何様のつもりだ。何を言われても我慢していようと思っていたけど、さすがに俺も我慢の限界だった。業務に関係ない話は控えてもらえますか？こっちも暇じゃないんで。俺はそう言い返した。お前、自分の立場分かってんの？中卒だから立場とかそういう難しいことは理解できないのか？森田さんは俺のことを中卒だと決めつけて爆笑し始めた。中卒のお前に俺が特別に教えてやるよ。下請けのお前は俺の言うことを黙って聞いていればいいんだよ。そうしないとお前の会社が大変なことになるんだぞ。そもそも俺は中卒じゃないんですけど。逆に中卒じゃないのにそんな底辺な仕事してるの？マジでかわいそうだわ。同情するよ。中卒の人に失礼ですよ。だからお前が俺に向かって偉そうなこと言うんじゃねえよ。これ以上は話にならないと思ったので、俺は預かってきている資料をテーブルの上に置き、これに目を通しておいてください。何か問題があればご連絡を。そう言い残し、会議室を出て帰ることにした。いくら元請けの社員でもあんな態度は許せない。勢いで飛び出してしまったのはいいものの、今後のことを思うと少し不安になってきた。俺のせいで今回の取引が白紙に戻れば、会社にも迷惑をかけてしまう。それに初めての元請けとのやり取りをする役割を任されていたので、何としてもうまくやりたかった。
幸い数日経っても本社から何の連絡も来なかったのでほっとしていた。その日以降しばらくは本社に行ってなかったのだが、取引の最終確認のためにまた本社を訪れることになった。今日は何事もなければいいけど、本社を目の前にして俺は気が重くなってきた。俺は前回同様本社に着くと会議室に向かう。その日も森田さんは約束の時間よりも20分近くも遅れてやってきた。そのことについて謝罪の一言もなかった。なんだよ、今日は作業着じゃないのか。はい、前回森田さんに注意されたので今回はちゃんとスーツを着てきました。俺は嫌味っぽく言う。前回散々小汚いだの臭いだの言われたので今回はちゃんとスーツを着てきた。俺の言うことちゃんと聞いて偉いじゃないか。最初からそうやって素直に従っていればいいんだよ。前回みたいな生意気な態度をとったらすぐにお前の会社に報告するからな。お前のせいで取引は中止にしたいってな。はい。まともに相手していたらこっちがイライラするだけなので、俺は適当に相槌を打ってやり過ごすことにした。前回の資料はご覧になられましたか？そんなの見てねえよ。え？最終確認できたのに資料を見ていないとなると全く話が進まなくなってしまう。どうして資料を見ていないんですか？俺だって忙しいんだよ。お前と違ってな。お前は言われたことをやればいいだけかもしれないけど、俺はそうじゃないから。そう言われても見ていないとなると話が進められないんですけど。それに前回のお前の態度が気に入らなかったからお前の持ってきた資料は破り捨てたしな。なんでそんなことするんですか？お前が生意気なことを言うからムカついたんだよ。なんか文句あんのか？個人同士のやりとりならまだしも、お互い会社を代表して取引しているにもかかわらず、その場の感情だけで大事な資料を破り捨てるなんて社会人としてありえない。打ち合わせが伸びればそれだけ仕事の予定も狂う。そうなれば迷惑するのはお互い様だ。じゃあどうするんですか？今回最終打ち合わせできないとなると予定も狂いますし困るのですが。そんなの知らねえよ。お前の態度が悪いんだろ。お前がみんなに謝れよ。そんなこと言われても、森田さんの悪びれもしない態度に腹が立ってきた。しかしここで感情的になって言い争っても何の解決にもならない。それではこれから一旦会社に帰って資料を持ってきますので、この場で確認してもらえますか？森田さんのせいで二度手間になってしまうが、それしか方法はなかった。今日中に何とか確認してもらえれば予定は変更せずに済むだろう。これから。さすがに日を改めるのは無理ですし、それしかないと思うのですが。これからそんなことしたら定時に間に合わないじゃん。無理無理。俺この後デートだし。自分のせいでこういう事態になっているにもかかわらず、さらに自分勝手なことを言い出す森田さんには嫌気がさしてきた。そんなこと言われても困りますよ。予定が狂えばうちの会社だけじゃなくてそちらも困りますよね。どう説明するんですか？知らねえ。お前がみんなに謝ればいいんじゃね？それかお前が責任取って退職でもすれば。そんな。俺は呆れて言葉も出なかった。無責任にも程がある。とりあえずもう今日は帰れ。それで後日改めて資料持ってこい。しょうがねえから見てやるよ。仕方なくその日は帰ることになってしまった。帰って社長になんて説明しよう。そんなことを考えながらエレベーターが来るのを待っていたら、突然背中にものすごい衝撃が走った。俺はその勢いで床に転ぶ。下請けが生意気にエレベーターなんて使うな。
どうやら森田さんが後ろから俺を蹴り飛ばしたようだ。尻餅をついている俺に向かって森田さんはけなしてくる。お前らは体動かしてなんぼだろ。それしかできないんだから楽するんじゃねえよ。階段使え。ここ20階ですよ。だからなんだよ。お前はエレベーターなんて使える立場じゃねえの。わかったか？わかりました。わかればいいんだよ。わかれば。今度からちゃんと階段使えよ。取引は中止しますね。俺はもう我慢の限界だ。これ以上森田さんとは仕事なんてできないと思ったので、取引を中止することにした。は、お前何言ってんの？お前がそんなこと言える立場かよ。お前ら下請けだろ。下請けだとしてもあなたの態度にはもう我慢の限界です。今後もそのような態度を取るようでしたら、御社からの仕事は一切受けません。あっそう、好きにすれば。その代わり困るのはお前の方だと思うけどな。後で泣きついて謝ってきても許さないからな。それでは失礼します。勢いで言ってしまった部分もあるけど、後悔はしていない。社長にはこっぴどく怒られるか、最悪会社をクビになるかもしれないけど、あんな奴にヘコヘコするよりはマシだと思った。俺は会社に戻り、社長に包み隠さず事の経緯をすべて話した。すると社長は、それなら仕方ないなあ、そう言って笑った。俺のことを怒ることもなければクビになることもなく、これには少し驚いた。いくら下請けだって言っても、そんな態度を取られれば取引したくなくなるよな。お前は間違ってはいない。社長の器の大きさに涙が出そうになる。そんな社長に迷惑をかけてしまったと申し訳なく思った。でも今後仕事もらえなくなってしまうかもしれません。勝手なことしてすみません。そんなことはないと思うよ。あの会社とはもうずいぶん長い付き合いになるし、あそこの社長とは飲み仲間だしな。今回の話はなくなるかもしれないけど、今後仕事を回してくれなくなることはないと思うよ。だといいんですが。そんなに気にするな。それにしてもあの会社はいつも丁寧で腰の低い人ばかりだったのに、そんなひどいやつがいたなんてな。本当ですよね。じゃあ今回のことは俺が向こうに話をつけておくから。ありがとうございます。本当に器の大きな社長でよかった。今回のことは社長同士で話してくれることに。一方、森田さんは今回のことを上司にも、もちろん社長にも何も報告していなかったようだ。元請け会社の社長はうちの社長が連絡して初めて今回のことを知ったようで、とても驚いていた。その後、元請け会社の社長はすぐに森田さんを呼び出し怒鳴りつけたそうだ。うちの大事な取引先に失礼なことをしたんだってな。自分で何をしたのか分かってるのか？でも向こうから取引は中止だって言ってきたんですよ。あんなにひどいことを言えば断られるのも当然だろう。でも元請けがいないと何もできないくせに偉そうなこと言ったんです。だから今回のことは仕方なくて。仕方ないだと？君は社員以前に人間として最低な行動をしたんだぞ。取引先に限らず他人に対して敬う気持ちを持てない奴はうちには置いておけない。君はクビだ。森田さんがクビになるのも無理はない。しかし森田さんはどうして自分がクビになるのか理解できないようで。どうして僕がクビなんですか？そう言い返したようだ。当然だろう。大事な取引先に失礼なことをして、しかも取引も中止にされたんだからな。でも現場で働いてくれている人たちがいるから私たちが成り立つ。君は立場を勘違いしているようだが、下請けがいなければ困るのは私たちの方だ。だから下請け会社は一番敬わなければいけないんだ。まあ今さらこんなことを教えても君はもうクビだから意味はないけどな。
そんな。森田さんはようやく事の重大さに気づいたようだった。まあ、今さらそんなことに気づいても手遅れだけど。次の日、元請け会社の社長と森田さんがうちの会社にわざわざ謝罪しにやってきた。今回の森田の失礼な態度につきましては、すべて私の監督不行き届きでございます。大変申し訳ありませんでした。社長自ら深々と頭を下げて、俺に謝ってくれた。森田さんもしっかり頭を下げて、俺に謝ってくれた。申し訳ありませんでした。その後、森田さんの代わりの人が担当者になったおかげで、話はスムーズに進み、予定より少し遅れることになったが、俺たちは一つの仕事を無事に完了することができた。それから1年後、ここで働かせてください。一人の若者がうちの会社にやってきた。よく見てみると、それは森田さんだった。どうしたんですか？大卒の森田さんがこんなところに来るなんて。森田さんは会社をクビになってからいろんな会社に応募したようだが、ことごとく落とされ、ついには下請けだとバカにしていたうちの会社にまでやってきた。どうする？お前が決めていいぞ、部長。俺は今は部長にまで昇進している。現場の仕事は辛いけど頑張れそうですか？はい。でしたら必死に頑張ってください。ありがとうございます。こうして森田さんは俺の部下になった。森田さんにとっては一番の屈辱だろうが、働かせてもらえるだけありがたいのだろう。あんなに威張っていた森田さんも今は文句一つ言わずに一生懸命に頑張っている。これからもこの会社をもっと大きくするために俺は頑張っていこうと思う。結構いい感じになってんじゃん。お前らもやればできるな。ヒロさん、ちょっと確認したいことがあるんです。参加者が座る椅子の数が少ないみたいなんです。確か椅子の数はヒロさんが業者に伝えてましたよね。私がそう言うと、ヒロは当然だという顔をして言った。椅子？ああ、その数でいいんだよ。だってお前ら派遣の席はないから。もしかしてとは思っていたのだが、まさか席がないとヒロから聞いて驚いてしまった。派遣は派遣。所詮この会社の人間じゃねえからな。そんな人間を祝う必要もないだろ。お前らは準備だけしてとっとと消えろ。そんな。実はこの社長の就任式は式の後に懇談会も兼ねている。ヒロは見栄を張って高級料理店のシェフに出張料理サービスをお願いし、懇談会では美味しい料理が出てくる予定を立てていた。私は美味しい料理が食べられることを楽しみに今まで準備をしてきた。それなのに料理を食べずに消えろだなんて。会社で金を生み出さない人間には料理を食う資格なんてねえんだよ。よく言うだろ。働かざる者食うべからずってさ。そう言ってヒロは私たちをあざけるように笑った。その顔を見ていたら私は何か吹っ切れた感覚がした。もういいです。では私たちは帰りますね。大君、行こう。私はそう言って会場を出て行った。私の名前は渚、32歳。どこにでもあるような中小企業で派遣として働いている。派遣の仕事は様々だと思うが、私の仕事は営業サポート。担当部署の営業社員が営業先に持っていくための資料を作ったり、見積書を作成したりと、いわば営業チーム専属の何でも屋、あるいは秘書といった感じだ。私がいる部署は売上成績が社内でもダントツで、会社では一目置かれている。売上がトップなのは一人のできる社員がいるから。彼の名前はヒロといい、まだ28歳なのに
配属されてからどんどん販路を拡大していって、今では会社を代表する営業のエースになっている。ヒロはどこかのアイドルグループにいてもおかしくないようなイケメンだ。そんな彼がスーツをパリッと着こなし、爽やかな笑顔で商談に臨むのだ。彼に初めて会う客先からすれば、信頼できる好青年だと勘違いして契約もスムーズに進むのだろう。イケメンで営業成績トップの実力、普通ならば社内でも人気があり、人望も厚いと思われるが、彼はそうではないのだ。性格にとても問題があり、社内ではかなり嫌われていた。自分よりできない社員にはパワハラ、女性社員にはセクハラ、そして私のような派遣社員は見下してゴミ扱い。彼が原因で会社を辞めていった社員を私は何人も知っている。今日も社内に響き渡るのはヒロの怒声だ。なんだよお前、俺の資料まだできてねえの？おっせえな。すみませんヒロさん。ヒロに謝っている彼の名前はダイ。数ヶ月前に入ってきた派遣社員で、私の後輩みたいなものだ。彼はヒロとは対照的にボサボサの髪に瓶底メガネの冴えない見た目で、会話も少しおぼつかない。そんなダイは配属された当初からヒロに目をつけられてしまい、今では格好のいじめの対象となっている。ヒロさん、その資料なら私が今から準備します。すぐにできるのでお待ちください。お、助かる。派遣はそれくらい仕事が早くないとな。お前らは社員の召使いなんだからな。いや、僕たちは召使いではなくてですね。はあ、俺に歯向かうのか？お前なんて俺の一言ですぐに契約解除、クビだぞ。いいのか？すみません、失礼しました。毎日がこんな感じだ。ヒロはわざと大きな声で言うので、同じフロアにいる人間には丸聞こえ。だけど誰もヒロには文句が言えない。なぜなら彼は社内でトップの営業マンで、彼の売り上げがなければ会社は立ち行かないのだ。だから上司もヒロの言動を見て見ぬふりをしている。彼のせいで一体何人の派遣が辞めていっただろう。私がこの部署に入った時には、私以外に派遣が5人ほどいた。みんな優秀で、新人の私はたくさん勉強をさせてもらっていた。だけどヒロの派遣を見下すパワハラ発言にみんな嫌気がさして辞めていってしまった。だから今では私がこの部署で一番のフル株の派遣社員になっている。渚さん、さっきはすみませんでした。僕の仕事をやってもらって。いいのよ。それよりあなたも手伝ってね。早く仕上げないとまたあいつに何か言われちゃうよ。はい、了解です。今ではこのダイと私しか派遣社員はいない。それもこれもすべてヒロという人間が原因なのだ。でもなんで渚さんはこの会社にいるんですか？他の派遣の人たちはすぐに辞めていったっていうのに。私にはちょっと辞められない理由があるのよ。ほら、お給料も結構いいじゃない？この職場。そう、最近では派遣仲間の中でこの会社の悪い評判が広まってしまい、派遣の仲介業者がこの会社を進めても拒否されてしまっている。だからこれ以上派遣社員を辞めさせないために、この会社の派遣契約金は平均よりも高いのだ。私はそれが理由だとダイに話したが、実はもう一つ、この会社にとどまるわけがあるのだ。ダイ君こそ毎日あいつにいじめられて、でも辞めずに続けているのはなんでなの？僕ですか？僕も辞めたくない理由があって。あれだけヒロにいじめられても辞めたくない理由だなんて、きっと相当大きな理由なのだろう。じゃあ、あいつに文句言われないように、私が仕事をもっとビシバシと教えるね。はい、よろしくお願いします、渚さん。私がそう言うと、ダイは嬉しそうに返事をした。もうこの職場には私とこのダイしか派遣社員はいない。私としても彼に辞めてもらっては困るというのが本音なのだ。見た目は少し冴えないけれど、
大には根性がある。きっと仕事がもっとできるようになれば、ヒロからのいじめもなくなるだろう。そう私は思っていたのだけれど、それは私の勘違いだった。ヒロという人は想像を超えるとんでもない人間だったのだ。そんなの聞いてないです。この見積もりの提出は今週中までってあなたが言ったんじゃないですか。思わず私は叫んでしまった。うるせえよ、派遣女が。俺が明日って言ったら明日なんだ。そんなこと言われても、他の社員さんから頼まれてる資料の準備が。そんなの後回しにすればいいだろ。俺の仕事を最優先でやれ。文句あんのか？文句なら吐いて捨てるほどあるに決まっている。だけど、それを言えるわけがない。そもそもヒロの言う見積もりの提出は、彼が確かに今週中と言っていたのだ。なのに、勝手に明日までだなんて。時間はもう16時。今から作業をしても終わるのは夜中になる。残業確定だ。さらに他の社員さんから依頼されている仕事の調整もしなければいけない。私は途方に暮れてしまい、思わずため息をついてしまった。派遣が偉そうにため息ついてんな。お前は俺が営業しなきゃ何もできない役立たずなんだからな。お前が作る資料なんて誰にでも作れるっての。なんて自分勝手な人なのだろう。自分が事務作業をほとんどやらずに仕事ができているのは、私たち派遣社員がサポートしているからなのに。資料だって客先によく理解してもらうように、そしてヒロが説明しやすいように私が工夫して作っているのに。なのにそれを誰にでも作れるだなんて。私は文句を言いたくて思わずヒロを睨みつけていた。お前何なんだよその目は。社員の俺に歯向かうってのは。いいんだぜ。俺が言えばお前みたいな派遣女、すぐに契約解除だ。なんで派遣ってこんなに立場が弱いんだろう。会社の都合が悪くなればすぐに契約解除ができてしまう。そして契約解除の理由も会社のいいようにでっち上げることもできてしまう。だからこんな時も派遣の私は何も言うことができないのだ。お前がそんな反抗的な態度が取れるのも今のうちだからな。今度この会社に就任する新しい社長は実力主義の人だって言うじゃないか。だから新社長は俺みたいな優秀な人間を平社員のままでいさせるわけがない。俺は社長に取り入ってすぐに昇進してやる。そしたらお前なんてゴミと同じだからな。私は愕然とした。最近この会社の社長が交代すると聞いていたけど、派遣の私には関係のない話だと思っていた。だけどヒロの言う通り実力主義の社長だとすると、ヒロがどんなに人間として最悪でも実力だけでこれまで以上に優遇されてしまうだろう。そしたら今でさえ劣悪な環境のこの職場がさらに悪くなってしまう。そんな地獄のような職場になるなんて考えたくない。おい、そこのお前もだぞ。メガネの派遣男。お前もこれからさらにこき使ってやるからな。ヒロは言葉の矛先を私から大に変えたようだ。けれどいつもならここでおどおどとする大が今日は違った。本当にそうなるんでしょうか？ああ、いきなりお前何言ってんだ？社長が実力主義だからって本当にあなたが言うようになると思うんですか？だってあなたは僕たち派遣がサポートしてあげないと資料の一つも作れないじゃないですか。そんな営業マン本当に実力があるって言えるんでしょうか？大がそう言うとヒロは腹を抱えて笑い出した。資料程度でなんだよ。それくらい俺だってやろうと思えばいつでもできるっての。いいか、組織ってのはな、俺みたいな超優秀な社員が一人いて、あとはお前みたいな役立たずたちがぶら下がってるもんなんだよ。俺以外の派遣も社員も超優秀な俺様が稼いでくるから生活ができてるんだっての。わかるかな？まったく
世の中が何も分かってないお子ちゃまはこれだから。私はヒロの言葉を聞きながら、新しい社長になったらどうなってしまうんだろうかと不安になった。けれど、その不安からの結末は思わぬ方向へ向かったのだった。それは社長の就任式でのことだった。就任式の準備は私と大の2人。式の段取りから会場の手配、そして出席者分の席の配置など、それらすべてをいつもの仕事をこなしながら準備をした。なぜ私たちだけでやらなければいけなくなったのか。原因はヒロだった。これから会社の代表となる社長を僕が責任を持ってお迎えいたします。まあ、ヒロのことだから、ここで少しでも社長にアピールしようと考えて、準備の責任者に立候補したのだが、実際に準備をするときは、ヒロは何もしなかった。あ、なんで俺がそんな底辺仕事するんだよ。そういう仕事はお前ら派遣の仕事だろ。と、こんな感じだ。だから、私と大は昨日まで連日残業しながら準備をしていた。本当に最低な男だ。私は会場の椅子を揃えながら何度つぶやいたことだろう。一緒に会場で椅子を揃えていた大からは、渚さん、本当にあの男のことが嫌いなんですね。なんて同情されるほどだった。けれど、その時に大はおかしなことを言っていた。もしあの男がいなくなったら、渚さんはどうします？いなくなる？そんなわけないでしょ。きっと新しい実力主義の社長に気に入られて、さらに天狗になるわよ、あいつ。でも、さすがにそうなったら、ここの職場はやめようかな。給料が高いだけが魅力の職場だけど、これ以上環境が悪くなったら、やっていられないわよ。私がそう愚痴ると、大は笑いながら言ってきた。今度の社長なら大丈夫だと思いますよ。大はなんでそんなにも自信満々に言い切れるのだろう。その時の私には何もわからなかった。そして社長就任式まであと数時間となった頃、やっとヒロが会場に登場した。おお、結構いい感じになってんじゃん。お前らもやればできるな。ヒロさん、ちょっと確認したいことがあるんです。参加者が座る椅子の数が少ないみたいなんです。確か椅子の数はヒロさんが業者に伝えてましたよね。私がそう言うと、ヒロは当然だという顔をして言った。椅子？ああ、その数でいいんだよ。だって、お前ら派遣の席はないから。え？もしかしてとは思っていたのだが、まさか席がないとヒロから聞いて驚いてしまった。派遣は派遣。所詮この会社の人間じゃねえからな。そんな人間を祝う必要もないだろ。お前らは準備だけしてとっとと消えろ。そんな。実はこの社長の就任式は式の後に懇談会も兼ねている。ヒロは見栄を張って高級料理店のシェフに出張料理サービスをお願いし、懇談会では美味しい料理が出てくる予定を立てていた。私は美味しい料理が食べられることを楽しみに今まで準備をしてきた。それなのに料理を食べずに消えろだなんて。会社で金を生み出さない人間には料理を食う資格なんてねえんだよ。よく言うだろ。働かざる者食うべからずってさ。そう言ってヒロは私たちをあざけるように笑った。その顔を見ていたら私は何か吹っ切れた感覚がした。もういいです。では私たちは帰りますね。大君、行こう。私はそう言って会場を出て行った。残念ですね。渚さんがあんなに期待してたのに。もういいよ。私この会社を辞めることにしたから、どこかもっと環境のいいところで働くことにする。私がそう言うと、大は先に歩く私の腕を取って言ってきた。辞めるのはまだ早いですよ。その後、大が話す内容を聞いて、私はびっくりしてしまった。社長就任式はつつがなく執り行われた。
そして就任式が終わって料理が振る舞われる懇談会が始まろうとしたとき、ああ、そうそう。今度、私の直属となる秘書の人たちを紹介したいと思います。彼らは私が見込んだとても優秀な人材なんですよ。よ、さすが社長、優秀な人材を引き連れてくるなんて男前。会場では最前列でそう言っているヒロの声が聞こえてくる。私たちはそのヒロの声を聞きながら台と共に壇上に上がっていった。途端に凍りつくヒロの表情。この度、私が社長直属の秘書室長を務めることになりました。社長にはこの就任式の前から社内調査をしておくようにと仰せつかっておりました。なので僕のことをご存知の方もいらっしゃるかと思います。ね、ヒロさん。お前、これ一体どういうことだよ。なんでお前が。実は社長を引き受けるにあたって会社の業績を左右するキーパーソンを調べておいてもらっていたんです。そしてそのキーパーソンとはヒロさん、あなたです。ああ、そういうことでしたか。そうなんです。僕こそがこの会社の業績を爆上げしているキーパーソンなんですよ。大君はそんな僕のことをよく調べてくれていたってことですね。あれだけ大のことをいじめていたのに、今は手のひらを返してそんなことを言っているヒロ。社長だけでなく、今では大にまでごますりを始める勢いだ。だけどそれも次の社長の言葉で凍りついた。いいえ、あなたはこの会社の業績を下げているいらない人間です。いや、僕は業績を上げているんですよ。なのになんで下げているだなんて。君はまだ分かっていないようだね。会社はそこで働く人間がいかに最高のパフォーマンスを出せるかが大事だ。君はそれを著しく損なっている。どんなに営業成績が良くても、社内の雰囲気を最悪にして他の社員に迷惑をかけているならば、それはいらない人間だ。僕は実力主義だけど、それは会社全体の実力を上げるという意味での実力主義なんだ。ヒロさん、あなたには退職してもらいます。転職活動、せいぜい頑張ってくださいね。くっそ、覚えてろ。他の会社に行って業績上げて俺を辞めさせたことを後悔させてやる。ヒロはそう捨て台詞を吐いて出て行った。だけど彼は本当に何も分かっていない。彼がこの会社で成績が良かったのは私たち派遣社員のおかげだったのだから。それから数ヶ月経った頃、ヒロはあの時の言葉通りにライバル関係にある他社に転職していた。そこで私たちに仕返しをしようと彼は考えていたようだが、そうはならなかった。ヒロは転職先の会社でもあの性格のまま変わらずに周りからソース感を食らったのだ。転職先の会社では誰だって新人と同じ扱いを受けるもの。なのにヒロは転職初日から職場の人間に偉そうな態度をとり、さらに派遣を見下すような態度を取ったらしいのだ。だからすぐに誰もヒロの言うことを聞かなくなり、結果その会社を退職、別の会社に再転職したらしい。自分を変えようとしないヒロは散々転職先でも同じことを繰り返し、また同じ扱いになって会社を辞めてという繰り返し。今ではどこかのブラック企業で低賃金でこき使われているらしい。まあ、あの性格をどうにかしないとこの先どうなることやら。ヒロがいなくなった職場はとても働きやすくなって、今では社員みんながのびのびと働いている。その結果、ヒロがいなくなった今の方が会社の業績が好調だ。あれだけヒロがいなくては会社が立ち行かないなんて思っていたのが嘘みたいだ。先日、ブラック企業でこき使われてボロボロになったヒロから、会社でまた雇ってほしいと社長に連絡が来たらしい。何でも社長の前で土下座をして謝罪したそうだ。あの時は本当にすみませんでした。どうかまたこちらの会社で働かせてください。だけど当然
社長はそれを断ったそうだ。だって今の会社にはヒロみたいな人間はいらないのだから。私はといえば最近正社員になった。それはもちろん元私の後輩で、今は社長室長の大が推薦してくれたからだ。実は大にあれからプロポーズをされたのだ。髪はボサボサで瓶底メガネという格好は演技だったらしく、今では短く切り揃えられた髪にパリッとしたスーツを着て、ヒロ以上のイケメンになっている。これからは大と一緒に会社も家庭も共に手を取り合って頑張っていこうと思う。お前、本当使えねえよな。本当に大学出たのかよ。すみません。最近の若者はこれだからダメだよな。せっかく大学出ても会社では何の役にも立たないんじゃ意味ないだろ。この資料も全部一から作り直せ。はい、わかりました。上司の太田さんはいつも俺に怒鳴り散らしてくる。俺がどんなに一生懸命資料を作ってもいつもダメ出しばかりする。太田さんはダメ出しをするだけで改善点を教えてはくれないので、俺もどこが悪いのかわからない。自分なりにいろいろ試してみるのだが、その度に怒られるだけだった。それだけではない。太田さんは自分の仕事を俺に押し付けてきたり、自分のミスを俺のせいにする。俺はそんな太田さんに入社早々から嫌気がさしていた。俺の名前はたかし。今年入社した社会人1年目だ。第一志望だった食品関係の会社に入社できて、一生懸命頑張ろうと意気込んでいたのだが、入社早々に出鼻をくじかれることになってしまった。俺は上司に恵まれなかったのだ。俺の上司になったのは太田さんという人で、社内の評判があまり良くない人だった。今日からお世話になります。たかしです。よろしくお願いします。初めての顔合わせの時、少しでも印象を良くしようと元気よく挨拶すると、うるさいな。元気があればいいってもんじゃないから。と、いきなり太田さんに怒られてしまった。印象を良くしようとした行動が裏目に出てしまい、最悪のスタートとなった。いい大学を出たのかもしれないけど、社会に出たら学歴なんて関係ないからな。これからは俺がみっちり指導してやる。はい。その後、俺は太田さんについて回り、いろいろ勉強することになったのだが、ただついてきても意味ねえだろ。ちょっとは自分で考えて行動しろよ。頭悪いな。まだ右も左もわからない状態なのに、いきなりそんなことを言われても、正直どうすればいいのかわからなかった。それでも自分なりに何かやらなきゃと思い行動すると、勝手なことをするな。と結局怒られてしまった。俺は仕事を覚えるため一生懸命にいろいろ質問したりメモを取ったりしていたのだが、太田さんは常に機嫌が悪く、質問しても、今忙しいの、見てわからない、後にしろよ。そう言って教えてくれないこともよくある。正直入社早々に心は折れかけていて、もう辞めたいとすら思っていた。それでもまだ入ったばかりで仕事も全然覚えていない。せっかく第一志望に入社できたし、こんなところで諦めるわけにはいかない。自分にそう言い聞かせ、弱音を吐かずに頑張った。そんなある日、俺が太田さんに任された資料をまとめたので確認してもらった時のことだ。資料ができました。ご確認よろしくお願いします。太田さんは資料を受け取り、一通り目を通すと、その資料を全部ゴミ箱に捨てた。俺の話を聞いてなかったのか？これ、全然違う資料じゃねえか。全部一から作り直せ。いや、でも確かに太田さんが。俺は指示通りの資料を作成したつもりだった。細かい修正は指摘されると思っていたが、全部作り直すなんてさすがにおかしい。自分のミスを人に押し付けんのか？
大声で怒鳴り散らす。お前の大学では自分のミスを人に押し付けろって教わったのか？いえ、違います。太田さんは俺を怒るときによく大学のことを言ってくる。太田さん自身は高校しか出ていないようで、それを気にしているのかもしれない。じゃあ大学で何を学んだんだよ。きっと俺がいい大学を出ていることが気に入らないんだと思う。すみません。悔しかったけど、俺はただ謝ることしかできなかった。資料一つ作れないようなら、お前はこの会社にいらないから、今すぐ辞めてもいいぞ。いや、もう一度チャンスをください。本当にやる気あんのかよ。あります。それなら。もう二度とこんなミスするなよ。明日の会議で俺が使う大事な資料なんだからな。今日中に作り直せ。わかりました。これから作り直して今日中に終わらせるとなると確実に残業になる。今回のミスは納得いかなかったけど、俺はまだ新入社員だし、太田さんには何も言い返すことはできない。仕方なくまた一から資料を作り直すしかなかった。結局資料を完成させるために2時間以上残業することに。やっと完成した資料を太田さんに見せようとすると、太田さんはとっくに帰宅していた。次の日、朝一で太田さんのところへ資料を持っていくと、こっちも見ずに受け取り、確認すると、次にミスしたらただじゃ置かないからな。クビになりたくなかったら一生懸命やれ。と釘を刺された。今以上に一生懸命に仕事を覚えて、何も文句を言われないようにしようと思った。その後も太田さんには理不尽に怒られたこともあったけど、何を言われても前向きに頑張った。しかし、俺がどんなに頑張っても、太田さんの嫌味や文句はなくならなかった。俺が仕事をしていると、デスクのそばにやってきて、この間の資料、よくできてたって役員の人が褒めてたぞ。え、本当ですか？ようやく太田さんに評価してもらえたと思って喜んでいたら、うぬぼれるな。お前なんかまだまだだわ。と言って怒られた。お前がうぬぼれないように、資料は俺が作ったことにしておいたから。え？また頑張れよ。なんと、太田さんは俺の手柄を横取りして自分の評価を上げたようだ。これにはさすがに俺も唖然としてしまった。最近では自分の仕事を俺に押し付けてくることもある。自分の仕事が終わったので定時で帰ろうとすると、おい、俺が仕事してるのに先に帰るって言うのか？普通、上司がまだ仕事してたら自分も残るもんだろ。いつの時代の話だよと思うようなことを言い出し、やることがないならこれをやれ。そう言って俺のデスクに大量の資料を置いた。これは？それを今日中に目を通してまとめろ。終わったら俺のところへ持ってこい。でもこれは太田さんの仕事じゃ。なんか文句でもあんのか？上司にやれって言われたらやるのが部下なんだよ。つべこべ言わずに早くやれよ。わかりました。本当はこの後予定があって早く帰りたかったのに、太田さんの有無を言わせぬ圧力に俺は黙って従うしかなかった。結局その日も遅くまで残業することになった。そして太田さんの仕事を俺が代わりにやってあげたにもかかわらず、太田さんはお礼の一言もなく受け取るのだった。俺がいくら残業して頑張ったとしても、太田さんの評価が上がるだけで俺は残業代すらもらえないんだよなと思うと虚しくなる。そんな毎日に俺はほとほと嫌気がさしていた。そんなある日のこと、太田さんが朝から慌てていて騒いでいるので気になった。どうかされたんですか？うるせえ、お前は黙ってろ。すみません。太田さんの様子は明らかにおかしい。取り乱しながら何やら資料を漁っていて、デスクの上は紙でいっぱいになっていた。
社内で聞いた話によると、どうやら太田さんは取引先に送る発注書を間違っていたらしい。そのせいで大量の材料が工場に送られることになり、取引先の工場もパニック状態になっていたようだ。発注書はとても重要で、それを間違えたらうちの会社にも取引先にも迷惑がかかることになる。それに発注書はちゃんと確認さえすれば基本的にミスすることもないので、それが間違っていたとなると大変なことだ。しばらくすると太田さんは俺のところへやってきた。お前がやったことにしろ。突然そんなことを言われて、俺は意味がわからずに言葉を失っていると、この発注ミスはお前のせいだ。そう言って取引先に謝罪しろ。なんでですか？太田さんは自分のミスをすべて俺に押し付けるつもりのようだ。いいから謝罪してこい。お前のせいでみんなが迷惑してるんだから。でも今回のは太田さんがやったことですよね。俺のミスじゃないですけど。生意気言うな。さすがに今回は何かしらの処分が下されてもおかしくないようなミスだった。それが怖かったのか、太田さんは自分の責任を俺に押し付けようとしてくる。全部自分の判断でやったことにしろ。でも、お前は黙って俺の言うことだけ聞いていればいいんだよ。口答えするな。そんな、もう俺が何を言っても太田さんは無理や責任を押し付けてくるだろうし、ここで反論したところで意味がないなと思った。今回も仕方なく太田さんの指示に従うしかなかった。わかりましたよ。俺が代わりに謝ってきます。代わりじゃないだろ。お前がやったことなんだから。太田さんは完全に俺に責任をなすりつけようとしてきた。周りの社員にも、こいつが発注ミスしたせいで大変なことになってる。そう言いふらし始めた。そのせいで完全に俺のミスということになってしまった。いつもミスばっかりしてるもんな。今回もやっちまったか。今回はいつもみたいに謝っても許されないからな。お前のミスなんだから責任取ってやめろ。太田さんはそう言って怒鳴ってくる。あまりの理不尽さに俺は我慢できなかった。わかりました。責任取ってもうやめます。今までお世話になりました。今後もこの人の下で働くのかと思ったら耐えられなかった。それならもうやめた方がマシだと思ったので、太田さんの言う通り責任を取って会社を辞めることにした。言ったな、本当に辞めろよ。太田さんは俺が辞めると言ったら満面の笑みで喜んでいる。はい、もう辞めます。俺はもうどうでもよくなっていた。そして太田さんの代わりに取引先へ謝罪に行き、その後余ってしまった材料の調整まで行った。これが最後の仕事だと思ったので、最後まで丁寧にやりたかった。どうせ自分のミスということになっているなら、おめえぐらい挽回してからやめようと思ったのだ。取引先の方も優しくフォローしてくださったおかげで、今回の件は無事片付けることができた。会社に帰ってくると、その足で社長室に向かった。もちろん退職届を提出するためだ。社長室に入ると、そこにはなぜか太田さんもいた。今回のことで上司である太田さんが社長に呼び出されたんだろう。きっと俺がミスしたって報告していたに違いない。太田さんは俺の顔を見ると、社長、こいつです。こいつのせいで取引先に迷惑をかけることになったんですよ。発注ミスなんて初歩的なミスしやがって。あれだけ気をつけろって言ったのに。太田さんは社長の前でも怒鳴り散らし、発注ミスは俺のせいだと必死にアピールしている。俺はもう辞める覚悟をしていたし、今更何を言われても関係ないと思った。俺は社長に退職届を差し出して、責任を取って辞めることにします。という。すると社長は、これは受け取れない。と言って退職届を
俺に返してきた。社長の言葉には俺も太田さんも心底驚いた。俺はてっきり社長も今回のミスのことを怒っていて、俺を早くクビにしたいのだろうなと思っていた。社長、なんでですか？こいつが悪いんですよ。それに本人が責任取って辞めるって言ってるんですから。上司である君に一切責任はないっていうのか？社長は鋭い目つきで太田さんを睨む。それは。その迫力に太田さんはひるんでいた。それに君の部署の社員に確認してみたところ、今回の発注ミスは君がやったことらしいじゃないか。それなのに新入社員の部下に責任を全部押し付けたようだね。社長には全てバレていたようだ。太田さんはあからさまに動揺し始め、何やら言い訳を考えているみたいだった。口をもごもごとさせている。それにもかかわらず、君はよくやってくれた。社長は俺のことを褒め出す。取引先の人も感心していたよ。若いのに一生懸命で、余った材料の調整まで一緒に考えてくれて助かったって感謝していたよ。上司の尻拭いなんてさせて悪かったね。私の監督不足だ。逆に社長が俺に謝ってきたので、いえ、とんでもないです。そう言ってもらえて嬉しいです。ありがとうございます。俺は慌てて言い返す。こんな優秀な社員に辞めてもらったら困る。君さえよかったら、これからもうちの会社で働いてくれないか？はい、もちろんです。今までどんなに頑張っても、手柄は全部太田さんのものになるし、俺は雑用ばかり任され、仕事やミスまで押し付けられていたので、ずっとふてくされていた。でも、社長が俺のことをこんなに評価してくれたと思うと、今までの苦労が全部報われたような気がした。責任を取って辞めるのは君の方だ。社長の表情はまた冷たくなり、太田さんに向かって首を宣告した。首ですか？太田さんは戸惑いが隠せないようで取り乱していた。今回だけじゃないようだね。今までも部下に仕事を押し付けたり、ミスを押し付けていたようじゃないか。部下を大切にできないようなやつは、うちには必要ない。社長が怒鳴る。そんな。太田さんは何も言い返す言葉がないようで、膝から崩れ落ちた。その後、太田さんは引き継ぎを行い、次の月には会社に来なくなった。噂によると、太田さんはだいぶ苦労したものの、一応転職先は見つかったようだ。しかし、次の職場では一番下っ端なので、仕事を押し付ける人もいなければ、ミスを押し付ける人もいないので、毎日朝から晩まで働いているんだとか。それどころか、今度は逆に上司に仕事を押し付けられたりもしているそうだ。今まで自分がしてきたことを、今度は自分がされるようになったらしい。それにふてくされた太田さんは手を抜くようになり、ミスも増えたせいで、最終的には使い物にならないと社長に言われて、そこの会社もクビになったようだ。今はどこで何をしていることやら。一方、俺はというと、毎日絶好調だ。太田さんがいなくなったおかげで、のびのびと仕事ができるようになった。そのおかげもあってか、大事な仕事も任されるようになり、よりやりがいを感じている。頑張ったことがきちんと評価してもらえるというのは、こんなにも嬉しいのかと気づくようになってからは、仕事がもっと楽しくなった。今は少しだけど部下もいる。俺は太田さんみたいな上司には絶対なりたくないので、部下のミスは責めずにどうしたらもっと良くなるかアドバイスするように心がけている。社長も俺には期待していると言ってくれているので、期待に応えられるように今後もさらに頑張っていこうと思っている。子供の足音がうるさくて眠れない。足音に気をつけろ。ある日、私の部屋のポストに入っていた一通の手紙。それはどうやら
開花の住人からのようだった。不思議な顔をして、私と夫は顔を見合わせる。私の名前は春菜、32歳で、昼間はスーパーでパートをしている。夫の名前は新一といい、近所の動物園で飼育員として働いている。私と夫は小学校の頃からの幼馴染。動物が好きな彼は、小学校の時、友達から生き物博士の愛称で呼ばれていた。中学からは別の学校だったので、その後しばらく会うこともなかったのだが、大学卒業後に同窓会で再会。小さい頃の夢を叶えて、今は飼育員をしているという彼は、飲み会の席で自分の仕事についてとても無邪気に語っていた。私も実家で犬を飼っていて動物が好きだったため仲良くなり交際。3年ほど前に結婚した。結婚してからはマンションを購入してずっと住んでいる。このマンションは築10年ほどで、私たちの部屋は2階。夫と私の職場の両方から近くて好立地だった。隣の部屋には出張の多いサラリーマンが一人暮らしをしていて、あまり会うこともない。角部屋だったので、お隣さんはこの人のみだった。引っ越してからしばらくは何事もなく過ごしていたのだが、ある日変な手紙が私たちの部屋のポストに入っていた。子供の足音がうるさいって書いてあるけど、私たちしかいないのにね。そうだな、まだ生まれてないもんな。夫はそう言って私のお腹を見つめた。私は妊娠初期で、出産は今年の冬になる予定だ。私も夫も共働きのため、昼間は部屋に誰もいないし、学生みたいに知人を連れてきて飲み会をすることもない。開花の住人は一体何を勘違いしているのだろう。隣の部屋のサラリーマンは出張でもう2週間近く留守にしていた。だから他の部屋と間違えているわけでもないと思う。まあ、心当たりがない以上は放っておくしかないんじゃないかな。私たちは相談して様子を見ることにした。すると2日ぐらい経ってから、子供の足音がうるさい。いい加減にしろ。慰謝料請求するぞ。またもや不審な手紙がポストに入っていたのだ。最初は何かの間違いだと思っていたが、なんだかだんだん怖くなってきた。うるさいと書いてあるけど、騒音なんて立ててない以上、単なる嫌がらせかもしれないな。本当に下の部屋の人がうちのポストに入れたものかどうかもわからない。明日下の人に声をかけに行ってみよう。夫はそう言った。そこで翌日、私たち夫婦は2人揃って開花の住人のところに手紙の理由を聞きに行ったのだ。インターフォンを鳴らすと10センチほど扉が開き、隙間からこちらを睨んでいる人がいる。40代後半くらいの女性、地味な服装でなんだか陰気な感じだった。どちら様？女はぶっきらぼうにそう言った。すみません。上の階の部屋に住んでいるものです。実はうちの部屋にこんな手紙が来たんですけど、お宅からのものですか？夫が聞くと、女はじろりと私たちが差し出す手紙を見て、そうだけど、なんだ、誰かと思えば上の部屋の人？こっちはあんたたちの子供の足音で大迷惑しているんだよ。しつけができないんだったら子供なんか作るんじゃないよ。そう言った。確かに子供はいますけど、まだお腹の中です。私も夫も静かに暮らしているし、知り合いの子供を部屋に呼ぶこともありません。走り回ったりなんか誰もしていないはずなんですけど、何か勘違いをされてないでしょうか。私がそう言うと、女は意地悪そうに笑いながら、子供がいないなんて、そんな見えすいた嘘、通用すると思っているのかい？まったく最近の夫婦は、根性が曲がっているね。そんな風に嫌味を言った。嘘なんか言ってないですよ。本当に子供はまだ生まれていません。足音なんて立てていません。夫が困ったようにそう言うと、だったら証拠を見せてみな。ドスの効いた低い声がしたと思うと、女の後ろからがたいのいい男が出てきた。年は40代くらいでヤクザ風で強そうな感じだ。子供がいないっていう証拠を見せなきゃ俺たちは納得しないぜ。
毎日仕事に疲れて帰ってくるのに、あんたたちのところのガキの立てる音のせいで睡眠不足なんだ。仕事の生産性がガタ落ちでさ、こちらとしては慰謝料の請求も考えてる。そうよそうよ。夕方からバタバタうるさいったらありゃしない。本当に子供がいないって言うなら部屋の中を見せてくれなきゃ納得できないね。なんとこんなことを言い始めたのだ。なんでそんなことしないといけないんですか？私がそう言うと、部屋の中を見られたら困るものでもあるっていうのかい？これはいよいよ黒だね。女はそう言ってケラケラと笑った。まあ少し見せるくらいなら大丈夫ですけど、それで納得するなら見せますよ。見かねた夫がそう言うと、子供がいる形跡があった場合には容赦しないから覚悟しな。男がそう言って、このヤクザ風の夫婦と一緒に私たちは自分の部屋に向かった。本当はこれ以上揉め事にならないように大家さんに相談してもよかったんだけど、部屋の中を見せるだけでこの二人が納得するならそれでもいいかと私たちは思ってしまったのだ。マンションの2階の私たちの部屋の前まで来ると、女は電話が来たので玄関の前で待ってると言い出した。そこで私たち夫婦は男だけ部屋の中に案内した。無論子供の生まれていない私たちの部屋には子供のいる形跡などない。妊娠も最近発覚したばかりなので、赤ちゃん用のグッズさえまだ揃えていないのだった。男はしばらく家の中をキョロキョロと見ていたが、確かに今は子供はいないように見えるが、例えば実家に預けたとかして隠すことができるからな。そんな風に言うのだ。部屋を見たら納得するって言ったじゃないですか。そう言っても信用できねえな。まあいいや、今日のところはこれで帰るわ。ただし、また足音がうるさかったら許さねえから覚悟しろ。そう言ってヤクザ風の夫婦は帰っていった。私たちは後に取り残されて、一体何だったのだろうと顔を見合わせる。慰謝料目当てでイチャモンをつけてるのかな、あの夫婦。それにしても子供が生まれてもいない家庭にそんな話をふっかけるなんて支離滅裂だね。それに部屋を見たらあっさりと引き下がるし、一体何を考えてるんだろうな。それから数日経ったある日のこと、また不思議なことが起こり始めた。晩ご飯を食べていた時のこと。お前さ、仕事から帰ってきてから部屋の模様替えでもしたの？夫が不思議な顔をして私に尋ねる。そんなことするわけないじゃん。今日は一日中お店が忙しくて大変だったよ。もうクタクタ。私はくたびれた肩を揉みながらそう答えた。だけど夫は、でもカラーボックスの位置が朝出る時と変わってる気がするんだよな。そんなことある？私は内心夫の勘違いだろうと思っていたのだが、部屋の中をまじまじと見てみると、確かに朝仕事に出る前と少し様子が変わっているようだ。そのことに気がついた時にドキッとした。誰かが留守中に部屋に入っている。私たち夫婦は急いで通帳やハンコなど貴重品の盗難がないか調べたが、それらには何も不審な点は見つからなかった。ねえ、あなたなんだか気味が悪いわ。下のあのヤクザみたいな夫婦かな。そうだな、そうとしか考えられないけど、なんでうちみたいな平凡な家に忍び込もうなんて思うんだろう。正直留守の間に部屋に出入りされたのは気持ちが悪かったけど、何も盗難がなかったので警察に相談するかどうかは迷った。結局夫婦で話し合ったけど結論は出ず、夜も更けたのでその日は眠りについた。夫はすぐに寝てしまったが、私はなかなか寝つけなくてゴロゴロと寝返りを打っていた。時計が深夜2時の鐘を告げる。夫はいびきをかいてぐーぐー寝ている。やっと眠たくなり、うつらうつらとし始めた私。眠りに落ちるぼんやりした頭の中を駆け巡るのは、あの気味の悪いヤクザ風の夫婦のことだ。一体何を企んでいるのだろう。お金目当てだとしたら、なんで何も盗まないんだろう。子供の足音がうるさいと言っていたのは、私たちの部屋に入るための口実？そういえば、あの夫婦が私たちの部屋に来た時、男だけが部屋の中に入って、
女は玄関のところにいた。あの時に玄関の鍵の暗証番号を盗んだのかもしれない。大家さんに相談して鍵を変えてもらおうかな。そう思った時、うわー！夫のものすごい叫び声が聞こえて、私は暗闇の中飛び起きた。夫が何かに驚いて暴れているようだ。電気！パニックになった私は震える手で電気のリモコンを探した。やっとのことでリモコンを見つけて電気をつけると、目の前に夫がいたのだが、あるものを手に掴んでいたのだ。キャー！私は恐ろしくて叫び声を上げた。夫の手には人間の手のひらほどもある大きな雲が握られていたのだ。ショックで呆然としている私に向かって、おい、虫かご持ってこい！夫は叫んだ。私はハッとすると、急いで物置から小さな虫かごを取り出した。それは動物好きの夫が秋にスズムシを飼うために用意していた虫かごだった。私が駆けつけると、夫はその巨大な雲を虫かごの中にポイッと放り入れた。さすが夫は動物園で働いているだけあって生き物の取り扱いには慣れている。私は虫は平気な方だけど、それでも足まで毛が生えている巨大な雲の姿に思わずゾッとしてしまった。すごい、これはタランチュラだ。寝ていた時に頭に乗ってきたからびっくりしたけど、間違って殺さなくてよかった。毒があるんじゃないの？私が怯えて言うと、いや、こいつは毒は持ってないし、体が大きいだけで温厚な種類のはずだ。見てみろ、この色。綺麗だな。どこかで飼育されていたんだ。そうなの？さっきまで仰天していたのに、今は熱心に雲を見て感心している生き物オタクの夫に呆れながら、ねえ、この雲、人に飼われていたんだったら、もしかして。私がそう言うと、夫は、俺もそう思った。実はいい考えがあるから協力してくれないかな。夫は真面目な顔でこう言うと、私の方を向いた。そしてそれから私たち夫婦はある作戦を立てた。数日後、ピンポーン、ピンポーン。私と夫は開花のヤクザ風の夫婦の部屋のインターホンを鳴らす。なんだよ、うるさいね。何の用なんだよ。機嫌が悪そうに女が応対する。なんだこの大人数は。ドアを開けると、私たち夫婦に加えてずらっと並んだ人たちにヤクザ風の夫婦は驚いている。私たちの後ろに並んでいるのは警察官と動物園の職員、虫の愛好家など総勢10人ほどだった。勝手に俺たちの部屋に侵入したことは分かっているんです。だから警察を呼びました。夫がそう言うと、男は怒り出す。なんだと？言いがかりをつけるのもいい加減にしろ。この間、うちの部屋に案内した時に、うちの部屋の鍵の番号を盗んだでしょ。それで合鍵を作って部屋の中に出入りした。なんだって？なんで私たちがそんなことをしなくちゃいけないのさ。あんたたちの部屋なんかに興味ないよ。男も女もすごい剣幕で私たちに反抗する。そこで私はとぼけようとするヤクザ風の夫婦の前に小さな虫かごを差し出した。あなたたちの目的はこれですよね。ヤクザ風の夫婦は面食らっていたが、かごの中身を見ると、ああ、これは、私たちが探してたやつ。そう叫んだのだ。私の差し出した虫かごの中には2センチくらいの大きさの赤と緑に輝く綺麗な雲が入っていた。この虫の名前はブラジリアンジュエル。なんとその市場価格は1匹10万円以上らしい。夜中に例のタランチュラを発見した私たちは、その後自分たちの部屋の家探しをして、他にも虫や動物がいないか捜索した。すると今日私がカゴに入れて男たちに見せた10万円の小さな雲が見つかったほか、ベランダの植木鉢の隙間にはワシントン条約で輸入が禁止されているはずの小さなトカゲが隠れていた。そこで私たち夫婦は警察と税関に通報して、今日ヤクザ風の夫婦を懲らしめるために警察官たちと一緒に部屋に押しかけたのだった。あなたたちは自分たちの部屋から脱走したこの高価な雲が私たちの住む階に入り込むのを見て、何とかして取り返そうとしたんでしょ。
だから私たちの部屋に嫌がらせをして上がり込む口実を作った。正直にペットが逃げたから探させてほしいと言えばいいものを、言えなかったのは違法な動物を飼育しているからではないですか。厳しく問い詰める夫に男は驚いて、なんだと、勝手なこと言うんじゃない。そう怒鳴った。やましいことをしていないのだったら部屋の中を見せてもらってもいいですよね。私がそう言うと、すかさず一緒に来てくれていた警察官が、あんたたちが上の部屋に入ったかどうかは指紋を取ればすぐわかるし、密輸が疑われる動物が出てきた以上部屋の中を見せてもらわないといけない。諦めろ。警察官にそう言われてヤクザ風の夫婦はなすすべもなく観念したようだ。くそ、まさかバレるとは。こんなことになるなんて。私たちが夫婦の部屋に踏み込むと、そこには所狭しと虫かごや爬虫類のかごが並べられ、まるでペットショップのようなありさまだった。ヤクザ風の夫婦はここで珍しい爬虫類や虫を飼育し、ネット販売をしていたのだが、数年前から密輸した違法なトカゲまで販売していたらしい。数日前にタランチュラ数匹と違法なトカゲが脱走して、私たちの部屋がある上の階に潜り込んでしまったので、何とかして私たちの部屋に上がり込んで探そうとしていたのだった。その後、夫婦の飼育していた爬虫類や虫はもちろん全て没収。タランチュラなど日本でも飼育が認められている虫はボランティアで愛好家のもとに譲渡された。密輸された動物は原則は原産国に送り返されるが、中にはどこから来たのかわからない動物たちもいた。夫は勤め先の動物園に相談して正式な手続きをもとに行き場のないトカゲなどを保護するように尽力した。そのおかげでヤクザ風の夫婦が商売のために飼っていた生き物たちは無事に動物園に引き取られた。今回の件で密輸された生き物の扱いに憤慨した夫は、動物園で密輸の被害を皆に知ってもらうための展覧会などを企画し、盛況を博しているようだ。あれから数ヶ月が経ち、私の妊娠は順調で、来月には出産予定日を迎える。開花の部屋は例のヤクザ風の夫婦が逮捕された後、現状復帰のクリーニングを行った。だが、あの日の騒動はだいぶ噂が広まったので、しばらくは借り手が見つかりそうもなく、未だ空き部屋のままになっている。今回の件で近所でも有名な曰く付きの部屋になってしまったので、新しい借り手が見つかるまでにはまだまだ時間がかかりそうだ。ねえ、邪魔だから私の視界から消えてくれないかな。こんなおっさんと同じ空間にいたくないわ。俺が一緒の部屋にいるだけでこんなことを言われる始末。娘にとって俺の存在意義はおそらく金だけなのだろう。しかも娘だけではなく妻までもが俺を毛嫌いしているようなのだ。俺が思い描いていた温かい家族像とはほど遠い。どうしてこんなことになってしまったのだろうか。だがどんな家族だろうが、俺にはこの二人を幸せにするという使命があるのだ。俺はそう思い、必死で家族仲の改善を試みた。しかし、その甲斐も虚しく、関係はますます悪化していく一方だった。俺の名前はマサル、都内で働く会社員だ。妻と娘と3人で暮らしている。娘は妻の連れ子で、俺とは血がつながっていない。ずっと仕事一筋の俺が知り合いの紹介で妻の美代子に出会ったのは、早苗がまだ8歳の時だった。当時妻はパートを掛け持ちしながら一人で子育てをしていた。俺はそんな妻のけなげなところに心を惹かれ、二人を支えていきたいと思ったのが結婚のきっかけだ。だが妻の俺に対する印象はあまり良くなかったらしい。正直俺は見た目も良くないし、ごっつい体で決してモテるタイプではないから当然のことだろう。しかし俺は諦めなかった。妻だけではなく娘の早苗にも心を開いてもらえるように精一杯尽くしたのだ。その甲斐あって娘はだんだん俺に懐いてくれるようになった。
そしてそんな俺の努力を認めてくれたのか、徐々に妻との距離が縮まり、ついに結婚の申し出を受けてくれたというわけだ。俺は一気に家族が増えてとても幸せだった。娘のこともまるで自分の子のように可愛い。これからは俺が二人の笑顔を守っていくんだ。そう心に決めていた。しかし娘が中学生になった頃からだんだんと状況が変わっていった。娘が俺のことを避けるようになったのだ。俺が少しでも近づくと、うっざと逃げられる。妻に、あいつの後のお風呂は嫌だと話しているのも知っている。俺を本気で嫌がっているようだ。俺は寂しかった。だが、これがいわゆる思春期というものなのだろう。もう少しすれば落ち着いてくるさ。俺はそう思って何を言われてもあまり気にしないことにしていた。そして俺なりに娘のことを気にかけつつ、今まで通り優しい父親でいることを心がけた。しかし俺の期待も虚しく、娘との関係は悪化するばかりだった。どうやら俺が本当の父親ではないことを気持ち悪いと思っているらしく、俺を親として受け入れる気持ちがないようだった。娘が大学生になると、さらに俺の居場所はなくなっていた。ねえ、邪魔だから私の視界から消えてくれないかな。こんなおっさんと同じ空間にいたくないわ。同じ部屋にいるだけでこんなことを言われる始末。娘にとって俺の存在意義はおそらく金だけなのだろう。しかも娘だけではなく妻までもが俺を毛嫌いしているようなのだ。俺が仕事から帰るといつもテーブルの上には白いご飯とふりかけが用意されている。これが俺の夕食のスタンダードだ。新婚当初はハンバーグや肉じゃがなど栄養を考えた食事が用意されていたはずなのに、結婚生活が長くなるとこうなってしまうのだろうか。ちなみに妻は専業主婦だ。俺と結婚した時に妻が、もう働くのは嫌、家事と子育てに専念したいと強く希望して専業主婦になったのだ。だが現在の妻は食事の用意だけではなく家事全般を怠るようになってしまったのだ。家の中は常にぐちゃぐちゃで、最低限の家事は俺が寝る前にまとめてしている。仕事でクタクタになった体で洗濯物を干す俺を無視し、妻は娘とテレビを見て笑っている。しかも俺が一緒になってテレビを見ようとすると、あからさまに嫌そうな顔をして二人で別の部屋に移動するのだ。このままではダメだと思い、妻と話し合おうとするが、俺が話しかけると、うるさい、こっちは疲れているんだから話しかけないでと拒否されてしまう。そんな日が続き、俺は帰宅するのが憂鬱で仕方なくなっていた。しかし俺が諦めなければ、いつかまた妻と娘と分かり合える日が来るかもしれない。それに結婚前に俺は二人を幸せにすると決めたんだ。俺は妻と娘に対してそんな使命感を持っていたではないか。ストレスから胃薬が手放せなくなってしまったが、それでも毎日必死で耐えていたのだ。それから数年が経ち、娘が大学を卒業することになった。結婚して初めて妻との二人暮らしが始まる。環境が変わって妻との仲も改善されるかと期待したが、そんなに甘くはなかった。妻は相変わらず家事を怠り、挙句の果てには夜な夜な出かけていくようになっていった。いつも俺が帰宅する頃には妻はもう家にいない。まるで俺と顔を合わさないようにしているかのようだった。娘も出て行ってからは一度も家に顔を出すことはなかった。そうして
2年ほどが経ったある日のこと。突然、娘から妻の携帯に連絡があったらしい。今度、早苗が帰ってくるみたい。結婚の報告ですって。久々に妻が話しかけてきた。そうなのか？それはおめでたい。お相手は？そんなの知らないわよ。とにかく今週の日曜日開けておいてよ。妻はそう言い残すと、さっさと自分の部屋に入ってしまった。そして日曜日になり、娘が家にやってきた。お母さん、久しぶり。元気だった？そう言って妻には笑顔を見せるが、俺のことは見ようともしない。俺は人数分のお茶とお菓子を用意し、リビングに座った。こうして3人でテーブルを囲むのは何年ぶりだろうか。俺が少し感動していると、娘が話し始めた。私、結婚することにしたの。相手は会社の経営者よ。娘の言葉に妻は歓喜。まあ、経営者なの？やったじゃない。玉残しね。そうなの。どっかの誰かさんとは違ってかっこいいし最高だよ。羨ましいわ。私もそんな人と結婚したかった。二人は俺をけなしながらキャッキャとはしゃいでいる。結婚式はどうするんだ？俺は話題を変えようとして娘に尋ねた。は？もちろん結婚式はする予定だけど、あんたに関係ないでしょ。何言っているんだよ。関係あるだろ。俺は父親なんだからさ。あのさ、いつまで父親面してんの？気持ち悪い。あんたのこと父親だと認めた覚えなんてないから。私、偽物の父親はいらないんだよね。早くこの家から出て行けよ。そう言って娘が怒鳴り声を上げた。妻は俺たちのやりとりを見ながら手を叩いて爆笑している。俺はあまりの衝撃に今まで積もりに積もった我慢に限界が来てしまったらしい。ああ、そうか。奇遇だな。俺もちょうど出て行くところだよ。気がつくと俺は娘に向かってこう言っていた。あ、そう。早く行けば？ああ、出て行くよ。こんな家はもうたくさんだ。二人とも俺のことを ATM だとしか思っていないよな。言っておくけど、お前の結婚式には出ないし、お祝いも渡さないからな。俺の言葉に娘は顔を歪ませた。すると妻が、お祝いを渡さないって、あなた、それでも父親？と噛みついてきた。父親のつもりだったが、娘にしたら偽物だったらしいからな。信じられない。最低ね。すると娘が妻に、お母さん、私の旦那の方がずっとお金持ちだし、もうこいつなんかいらないんじゃない？と俺のことを指さして言った。すると妻も、それもそうね。今までお金のためだけに我慢してきたけど、もう必要ないわね。と言ってきたのだ。俺は離婚したいのはこっちだよ。お前さ、俺が何も知らないとでも思っているのか？お前が浮気していること知っているんだからな。そんなやつとは離婚だ。俺はそう言うと、数年前からお守り代わりに持っていた記入済みの離婚届を妻に突きつけた。今ここで書けよ。そうすれば浮気の慰謝料なしで離婚してやる。慰謝料なしという言葉が聞いたのか、妻は急いで離婚届を書き始めた。妻がすべて記入し、判を押すのを見届け、俺は離婚届をカバンにしまい込んだ。そして、こんな何の思い入れもない家はいらない。お前らにやるよ。俺の荷物は実家に送ってくれ。そう言って、俺は家を出た。妻も娘も俺の言動に唖然としていたが、俺が出て行くのを黙って見ていた。その夜、俺はホテルに泊まり、一人で酒を飲みながら、ものすごい解放感を感じていた。そして次の日は仕事を休み、不動産屋に行って部屋を借りることにした。我ながらすごい行動力だ。不動産屋に紹介してもらったいろんな物件を見て回ったが、どこもピンとこず、思い切ってタワーマンションを買うことにした。実は俺は独身時代の貯金が結構ある。遊ぶこともせず、仕事一筋だったおかげだ。
しかも給料もそれなりにもらっているので、タワマンに住むくらいの余裕があった。晴れて独身に戻った俺は悠々自適の生活を送っていた。そんな俺のもとに知らない番号から着信があった。俺が誰だろうと不思議に思い出てみると、なんと娘からだった。お願いがあるの。明日の結婚式に出てほしい。いきなりなんだ？俺がびっくりして尋ねると、娘は事情を話し始めた。何でも娘は結婚式に実の父親を呼ぶことにしたらしい。しかし、久しぶりに会った実の父親は無職で、まるで不老者のような姿をしていたとのこと。これに驚いた娘は、結婚式に実の父親は呼べないと判断したようだ。しかし、もう式は父親が来るという前提で準備しているので、今さら父親不在にはできない。そこで俺に出てほしいと泣きついてきたというわけだ。事情はよくわかった。お父さん、ありがとう。ありがとうだって？行くわけないじゃないか。せいぜい父親の代わりを探すのを頑張れよ。俺はそう言うと電話を切った。その後、娘と妻から鬼のように着信があったが、すべて無視し、すぐに携帯を買い替えたのだ。これでやっとこの親子とは完全に縁が切れただろう。そして3年後、俺は相変わらずタワマンで暮らしていた。変わったことといえば家族ができたことだ。もう結婚なんてこりごりだと思っていたが、縁あって再婚し、とても穏やかに暮らしていた。今の妻であるまゆこはとても優しく気立てのいい人で、お互いに仕事が好きなため、家事も分担して行っている。そんなある日の休日、俺たちが映画でも見に行こうと夫婦で外に出た時だった。出入り口で知らない女性に声をかけられた。あなた、私よ、みよこ、ずいぶん探したわよ。知らない女性と思ったが、なんと元妻のみよこだった。元妻の見た目はずいぶんと変わってしまっていた。頭はほとんどが白髪で真っ白。しわくちゃの顔で実年齢よりも老けて見えた。俺と結婚していた時はブランド物が大好きで、いつも高級なものを身につけていたが、今はノーブランドのヨレヨレの服を着ている。なんでお前がここにいるんだ？俺は驚いて尋ねた。あなたとよりを戻したくて来たのよ。ずいぶんといいところに住んでいるのね。私、お金もないし、住むところもないから、ここに住まわせてよ。やめてくれよ。お前とは離婚しただろ？俺には今、大切な奥さんがいるんだよ。これが今の奥さん？綺麗でもないし、何の取り柄もなさそうな女じゃない。元妻は、そう言って、まゆこを睨みつけた。おい、帰ってくれ。お前とはもう関わりたくないんだ。そんなわけにはいかないわよ。早苗だってあなたに戻ってきて欲しがっているのに。そんなこと俺には関係ない。早苗は金持ちになったんだから、早苗のところに行けばいいだろう。早苗、離婚したの。旦那の会社の事業も失敗して、早苗にまで借金があるのよ。あの家を売ってもまだ返せない額の借金があるのよ。お願い、助けてよ。元妻はそう言って俺に泣きついてきた。しかし、俺は元妻を突き放し、自業自得だろ？もう他人の俺には関係ない話だ。ときっぱりと断った。そして俺が、これ以上ここにいると警察を呼ぶぞ。と言うと、元妻はしぶしぶと帰っていったのだった。しかし、これだけでは終わらなかった。その日以降、嫌がらせが始まったのだ。どうして知ったのかはわからないが、俺の携帯やまゆこの携帯にも無言電話がかかってくるようになった。家のファックスには、離婚しなければたたられるといったわけのわからない脅し文句のようなものが送られてきたり、ポストには、この部屋は呪われているとか書かれた気味の悪い手紙が入っていたりした。俺もまゆこも仕事の通勤中に誰かに後をつけられている気配までする。きっと元妻と娘の仕業に違いない。しかも
俺やまゆこの会社にまで迷惑電話がかかってくるようになってしまった。さすがに俺も頭にきて、警察に相談してストーカー被害の届け出を出すことにした。そのおかげで俺たちの家や職場の周辺は警察が見回りを強化してくれることになった。そんなことも知らず、元妻と娘は相変わらず嫌がらせを続けてくる。そんなある日の出勤途中、俺は誰かに呼び止められた。お父さん、待って、話がしたいの。声をかけてきたのは早苗だった。早苗は疲れ切った顔をしており、別人みたいに太っていた。きっとストレスで太ったんだろう。俺はそんな早苗を見ても全く心は動かされなかった。何の用だ？冷たいわね。それが久しぶりに娘に会った父親のセリフなの？俺の娘じゃないからな。俺は偽物だし。俺がそう言うと、早苗は笑顔を引きつらせた。あはは、そんなことまだ言ってんの？あんなの冗談に決まってるじゃん。私のお父さんはお父さんだけだよ。早苗は気持ち悪いぐらいの猫なで声で甘えてくる。そんなお父さんに娘からお願いがあります。また家族に戻ろう。お母さんからも聞いたでしょ？今すごく困ってるからお父さんの助けが必要なの。断る。それにお父さんって呼ぶのはやめろ。もう他人だ。俺の言葉を聞いた早苗は顔を真っ赤にして怒り始めた。調子に乗るなよ。こっちが我慢して可愛い娘を演じてあげてるのに。ほらな、それがお前の本性だろ。うるさい。とにかくお金が必要なんだよ。財布をよこせ。早苗はそう言って俺から財布を取ろうと俺のカバンに手を突っ込んだ。やめろよ。俺が叫んだ時、大丈夫ですか？異変に気づいた見回りの警察が走ってきた。この人に財布を取られそうになって。俺が言うと警察はすぐに早苗を取り押さえてくれた。例のストーカーですね。話せ。ストーカーなんてしてない。早苗は腕をブンブン振り回して抵抗している。無駄だ。防犯カメラにも証拠が残っているぞ。俺の言葉を聞いた早苗は観念したのかおとなしくなり連行されていった。その日以降嫌がらせはピタリとなくなった。その後早苗と元妻がどうやって暮らしているのかは知らない。一方俺と真由子は念のため新しい場所に引っ越すことにした。住んでいたタワマンは立地のいい場所だったのですぐに売れたのだ。今は少し離れた場所で住み心地のいい一軒家を借りて住んでいる。そして子供のいない俺たちは保護猫を飼うことにした。俺にとってはこの子だけが唯一の娘だ。猫というのはなんて可愛らしく癒される生き物なんだろうか。これから一生かけて真由子とこの子を幸せにしたいと思う。あと、今日は私、これからエステに行くから。確か、私の仕事があったと思うけど、どうせあんた暇でしょ？代わりに全部やっといて。彼女はどこまで自分勝手な行動をすれば気が済むのだろう。彼女のせいで楽しくやってきた仕事も何もかもめちゃくちゃになってしまう。もう我慢の限界だ。そろそろ潮時なのかもしれない。私がそう思っていると、給湯室にかつて私を厳しく教育したおつぼね様が入ってきた。あなた、ユキとか言ったっけ？ずいぶんと自分勝手なことを言うのね。社内では誰もが恐れるおつぼね様だが、そんなことはお構いなしに、ユキは言い続ける。はあ？おばさんが何かよ？っていうか、いいのかな？私にそんな口聞いて。私は部長の娘で次期社長夫人になる女なのよ。すると、おつぼね様は笑いながら言い返す。次期社長夫人って、そんなこと言っていいのかしらね。あなた、あの子の正体知らないの？次期社長夫人は彼女よ。そう言って、おつぼね様は私を指さした。今まで隠していたけれど、
バレてしまっては仕方がない。私は小さくため息をつくと、ユキに向かってにっこり笑いながら言ってやった。改めて自己紹介するわね。誠一さんの婚約者の敦子です。部長の娘のユキさん。改めて、よろしくね。そう言うと、途端にユキの顔は真っ青になった。だけど、話はこれで終わりではない。彼女にはきっちりとけじめをつけてもらわなければ。私の名前は敦子。26歳で都内の会社に勤めている。昔ドラマで見たことがある会社には、おつぼねという古株の女性社員がいて、新入社員がいびられるという展開。それはドラマの中の話で、自分には関係のないことだろうと思っていたのだが、私が入社した会社にまさかおつぼね様がいるとは思いもよらなかった。そして私は入社してすぐにそのおつぼね社員に厳しく指導を受けることになったのだ。入社当時はなんでこんなことになってしまったのかとがっかりしていた。けれどそのおつぼね社員の厳しい指導のおかげで誰よりも早く仕事を覚えて、今では周りの社員から頼られるまでになった。だから今はそのおつぼね社員に感謝しているくらいなのだ。とはいえ、おつぼね社員の指導はとても厳しくて、もし私の部署に新人が配属された時は、おつぼね社員を反面教師にして、私は優しく仕事を教えてあげようと思っていた。そして、その新人社員と仲良く仕事をやっていけたらいいな、なんて淡い期待を抱いていたのだった。なんで私がこんなことしなくちゃいけないんですか？もう、ユキ、疲れた。お仕事したくない。まあまあ、ユキちゃん、そう言わずに、お仕事頑張ろう。ね。部長になだめてもらっているのが、私の部署に配属となった新人のユキだ。彼女は今年入社してきたばかりの23歳。見た目はとても可愛くて、街を歩けば男性が振り返るくらいだ。でも、見た目とは違い、性格にかなり問題があった。彼女はとにかく仕事をしない。新入社員なんて覚えなければいけないことがたくさんあるというのに。彼女はいつもこんな調子で、仕事を覚えないし、動こうともしない。けれど、そんな彼女に課長を含めて誰も注意することができない。それは彼女の父親がこの会社の部長だからだ。そもそも彼女がこの会社に入ったのも、どこにも就職できずにいたのを見かねて、父親がコネで無理やり入れたらしい。ユキは可愛らしい見た目で、面接はクリアするのだが、筆記試験でことごとく不採用になってしまうらしい。父親のおかげで入社できたのだから、この会社に恩を感じて仕事を早く覚えようとするのが普通なのではないだろうか。けれど彼女にはそんな気持ちは全くないらしい。というより仕事をやる気がゼロと言った方が正しいのかもしれない。私が仕事を教えようとしても、ユキ、こんな難しいことわからない。やりたくない。でも、これを覚えないと仕事ができないのよ。じゃあ、あんたがやればいいじゃん。そうよ。私が働かないで、先輩がその分働けばいいじゃん。それじゃあ、いつまで経ってもあなたは何もできないでしょ？いいもん。ユキ、誠一さんと結婚して社長夫人になるから。毎日がこんな感じだ。誠一さんとは社長の一人息子で次期社長と目されている人だ。年齢はユキより4つ上の27歳で、現在は経営企画室にいる。何でもすでに社長の右腕としてバリバリと仕事をこなしてるんだとか。どうやらユキが仕事を全くしようとしないのは、次期社長と言われる誠一さんを射止めて玉の腰に乗るという理由もあるみたいなのだ。噂によると、部長であるユキの父親がそれを後押ししているとか。父親は娘が社長の妻となれば自分のさらなる昇進が見込めると考えてのことらしい。まさか自分の昇進のためにそんなことをやる人がいるなんてと思ったが、どうやら部長はそうやってこれまでのし上がってきた人らしい。娘も娘なら親も親だ。
仕事はあんたが代わりにやってよ。こんなことしたらせっかくの新しいネイルが剥げちゃうじゃん。ネイルって。私はユキの言動に呆れてしまった。というより、この職場ではネイルは禁止なのだ。なのに、ユキの言動もネイルも誰も注意しないなんて。みんな部長の娘というだけで厳しく言えないのだ。わかりました。じゃあユキさんには別のことをやってもらいましょう。私はため息をついてそう言うと、もっと簡単にできることをやってもらうことにしたのだった。それからというもの、私は会社に行くのがだんだんと億劫になっていった。こんな気持ちになったのもすべてユキのせいだ。ユキはとにかく仕事をしない。時々珍しく仕事をしたかと思うと、できたものは修正が必要なものばかり。もちろん間違いを指摘するのだが、自分で直すことはしないため、結局私が修正作業をすることになる。こんな状態が続いて、私の時間はユキに奪われっぱなしだった。あまりにひどいので課長に相談したことがあるのだが、まあユキさんは部長の娘さんだからね。それに部長にはくれぐれもよろしくなんて言われてるから、僕も後が怖くて強く言えないんだよね。ここは我慢して頑張ってよね、なんて言われるだけだった。課長はもともと気が弱い人だけれど、さすがにこれはないんじゃないだろうか。私は何度目になるかわからないため息をついてしまったのだった。そんなユキだが、唯一やる気を見せる時がある。それはユキが狙っている社長の息子、誠一さんが私たちの部署に来た時だ。あ、誠一さん、私に会いに来てくれたんですか？ユキ、嬉しい。あ、いや、そうじゃなくて、書類を持ってきただけなんだけど。そんなひどいこと言われると、ユキ、傷ついちゃう。いっぱいお仕事して、ユキはヘトヘト。疲れたユキを元気づけてほしいな。なんちゃって。ああ、うん、頑張ってね。あ、敦子さん、この書類なんですけど。誠一さんはそう言いながら私に持ってきた書類を渡そうとした。それ私がやります。ユキ、誠一さんのためならお仕事頑張る。誠一さんのためではなく会社のために頑張ってほしい。私の心の声が聞こえたのだろうか。誠一さんが私の気持ちを代弁するかのようにユキにやんわりと言ってくれた。いや、俺のためじゃなくて、この会社のために頑張ってほしいんだけどね。この書類、本当に君に任せて大丈夫？はい、私、頑張ります。元気に宣言したユキだが、誠一さんがいなくなると、その態度は一変。はい、これ、あんたの仕事ね。さっきあんなに元気にやるって言ったじゃない。私がそう言うと、ユキはバカにしたように言ってきた。は？私がやるわけないじゃん。あんたがやるのよ。召使い。召使いって、私、あなたの先輩よ。先輩だって？何言ってるんだか。将来の社長夫人に向かって何が先輩よ。バカじゃないの？いいから、これさっさとやりなさいよ。それがあんたの仕事。私はもうユキのことはほとんど諦めているのだが、それでもユキの言動にはほとほと愛想が尽きる。だけど私には気になっていることが一つあった。それは社長の息子の誠一さんのことだ。確かに誠一さんは仕事もできるし、次期社長がほぼ決まっているような人だ。だけどこう言ってはなんだが、見た目がイケメンとは言い難い平凡な感じの男性なのだ。可愛い見た目で年齢が20代前半のユキなら、別に誠一さんでなくても他にいい男性を見つけられるのではと私は思ってしまうのだ。何よりこれからの会社のことを思えば、ぜひ他に目を向けてほしいところだ。でもなんでユキさんは誠一さんを狙ってるの？あなたくらいの美人さんなら他にもっといい男性を見つけられるんじゃない？私がそう言うとユキは笑いながら言ってきた。あんたバカ？男なんて金さえ持ってればイケメンに見えるのよ。
誠一なんて顔は中の下って感じの冴えない感じだけど、金と将来性は抜群でしょ。金と将来性があれば、どんな不細工な男でも私は OK よ。なんてことを言うんだろう。というより、こんなあからさまに金目当てだと言われるとは思わなかった。さてと、私、今日はもう早退するから、予約してるネイルサロンに行かなくっちゃ。ユキはそう言うと、さっさと帰る準備を始める。私がそれに文句を言おうとすると、ユキは遮って、こんなことを言ってきたのだった。そうそう。あんた、明日、お弁当作ってきて。こないだ、料理が得意だとかなんとか自慢してたじゃん。お弁当？なんで私が？いいじゃん。作ってきたら私、仕事頑張るからさ。ユキがそう言うと、それを目ざとく聞いていた課長が、あつこくん、ユキちゃんがそう言ってるんだから作ってやれよ。君、それくらいできるだろう。君が弁当を作ってくれば、ユキちゃんが仕事に精を出すって言ってるんだからさ、頼むよ。ほら、課長もこう言ってるんだから、明日忘れんなよ、召使い。お弁当は女子力全開の可愛くて栄養満点のもの作ってくんのよ。わかった？なんと、課長がユキの援護をしてくるとは思わなかった。課長は最近何かとユキの顔色を伺うようになっている。だからユキはさらに図に乗ってしまっているのだ。ユキが入社するまではとてもいい職場だったのに、こんな状態が続いてこの職場は大丈夫かな。私はそう思い、またため息をつくのだった。次の日、私は給湯室にユキを連れて行って、いやいやながらも頑張って作ってきた弁当を渡した。へえ、結構よくできてるじゃないの。あんた顔は冴えないのに料理の腕は冴えてるのね。感謝の言葉は一つもなく、逆にけなされるなんて腹が立って仕方がなかった。じゃあこれ誠一さんに渡してこよっと。私の手作りのお弁当。あなたが食べるんじゃないの？そんなわけないでしょ。これは誠一さんに渡すの。もちろん私の手作りですって言って、これで誠一さんからの信頼度アップ間違いなしよ。あんたの利用価値なんてそれくらいしかないんだから、私に感謝しなさいよね。何それ。なんとユキは私が作ってきたお弁当を誠一さんに渡すというのだ。しかも自分が作ったお弁当だと偽って。ユキはさらに続けて言う。あと、私は今日これからエステに行くから、確か私の仕事があったと思うけど、どうせあんた暇でしょ？代わりに全部やっといて。彼女はどこまで自分勝手な行動をすれば気が済むのだろう。彼女のせいで楽しくやってきた仕事も何もかもめちゃくちゃになってしまう。もう我慢の限界だ。そろそろ潮時なのかもしれない。私がそう思っていると、給湯室にかつて私を厳しく教育したおつぼね様が入ってきた。あなた、ユキとか言ったっけ？ずいぶんと勝手なことを言うのね。社内では誰もが恐れるおつぼね様だが、そんなことはお構いなしにユキは言い続ける。はあ、おばさんがなんかよ。っていうか、いいのかな？私にそんな口聞いて。私は部長の娘で次期社長夫人になる女なのよ。するとおつぼね様は笑いながら言い返す。次期社長夫人ってそんなこと言っていいのかしらね。あなたこの子の正体を知らないの？次期社長夫人は彼女よ。そう言っておつぼね様は私を指さした。今まで隠していたけれどバレてしまっては仕方がない。私は小さくため息をつくと、ユキに向かってにっこり笑いながら言ってやった。改めて自己紹介するわね。誠一さんの婚約者のあつこです。部長の娘のユキさん、改めてよろしくね。そう言うと、途端にユキの顔は真っ青になった。だけど話はこれで終わりではない。彼女にはきっちりとけじめをつけてもらわなければ。私がそう思っていると、ユキがわめき出した。嘘よ。なんであんたみたいな平凡な女が？
私の方が若いし可愛いし、絶対に誠一さんは私を選んでくれるもん。するとタイミングを見計らったかのように、そこに誠一さんがやってきた。さっきから何かやってるみたいだけど、何かあったんですか？誠一さん、ねえ、この女が誠一さんの婚約者だなんて嘘ですよね。こんな女よりも私の方が若くて可愛いし、誠一さんの婚約者としてふさわしいと思いませんか？ね。そう言って誠一さんにすり寄っていく。あはは、無理。だって君、仕事が全然できないじゃないか。俺は金目当ての女より仕事ができて会社の経営を一緒に支えてくれるような敦子さんを選ぶよ。何よそれ。こんな美人な私がいるのに、私のパパは部長なのに。部長？確かに今日まではそうだったかもね。今日までってどういうこと？ユキが戸惑ったように言うと、誠一さんは続けてこう言った。君の父親は本日付で懲戒免職になったよ。だって君のお父さん、会社の金を横領してたんだから。懲戒免職？つまりクビってことね。大変ね。これまでお父様のおかげで大きな顔をしていられたのに、そのお父様がもうこの会社にいないんだから。そんな、どうしよう。もうネイルサロンもエステも行けないじゃない。困るところはそこじゃないのに、ユキはまだ状況が把握できていないようだ。こんな状況でもまだ誠一さんに言い寄ろうとするユキは、とうとう呼ばれた警備員に連れ出されてしまった。待って、私は部長の娘なのよ。こんなことしていいと思ってんの？誠一さん、お願い、まだ間に合うから私と結婚して。そう叫びながらユキは外へ連れ出されたのだった。それから数ヶ月ほどして、私は正式に誠一さんと挙式を挙げた。誠一さんはあれから社長となって今まで以上にバリバリと仕事をこなしている。そして私はその右腕として微力ながら誠一さんのサポートをしている毎日だ。その後、ユキの父親は警察に逮捕され、同時にユキも会社を辞めていった。それはそうだろう。だって部長だった父親という後ろ盾がいなくなってしまったのだから。ユキはというと、逮捕された父親の高額な保釈金を補うため、父親の知り合いで資産家のおじさんと結婚することになったらしい。何でもユキがそのおじさんと結婚することで保釈金や当面の家族の生活資金を援助してもらうんだとか。それを知ったユキは会社に乗り込んできて、こうなったのも全部あんたの責任よ。なんで私があんなメタボなおじさんと結婚しなきゃいけないのよ。なんていうものだから、私はあの時のユキの言葉をそのまま言い返してやった。あなた言ってたじゃない？金と将来性があればどんなブサイク男でも私はオッケーって。だから文句なんかないんじゃない？まあ私には関係ないけど。それじゃ結婚生活頑張ってね。違うって、あれは冗談。嘘。ねえ助けて、お願い。必死に叫ぶユキだったが、私は彼女を助けるつもりは全くなかった。むしろ私の婚約者を勝手に奪おうとしたのだから当然の報いだ。なので私はさっさと警備員を呼んで、ユキには速やかに退場してもらった。それ以降ユキの噂は聞かないが、まあ彼女のことだからなんとか生きているのだろう。私はというと、毎日誠一さんとの新婚生活を満喫している。今私のお腹に誠一との子供を授かった。これからはお腹の赤ちゃんと共に夫を支えて幸せに暮らしていこう。